はい、どうも、ジャルです。今週もエボニープレイ配信をしていきます。はい、ということで、今週はね、先週いろいろあったんですよ。このね、ハイブが明らかに変わっているんですけれども、ちょっとね、この辺の、時事ネタ的なところはまた、後半にすることにして、今日はね、最初にエンブレムの話をやっていこうかなと思います。で、次にね、イベントの振り返りとかのいつものね、ところをやっていこうかなというところです。はい。で、いつもね、このお品書きのなんか切り替わりがね、適当になっちゃっていたんですけれども、確かね、チャプターみたいな機能があって、時間をね、入力すると、ちゃんと選んだシーンに飛べるようなね、仕組みがあったはずなんで、今週からちょっとそれをやってみようかな、みたいな。結構ね、アーカイブを見てくださってる方も多いので、はい、エンブレムはね、もう分かってるよっていう方はね、時事ネタ的なところにね、飛んでいただいて、見ていただくといいかもなと思いつつ、はい、最初はね、エボニーの、エンブレムの話をしていきますということで、さあ、じゃあ、城に移りまして、今ね、12時間スピードアップが出てると思うんで、皆さん撮りましょう。はい。まずね、そのエンブレムよくわからないよとか、苦手ですっていうのをね、よく聞いたりしていて、半年以上前にね、なんかエンブレムの話やったと思うんですけど、もうはるか昔なので、またね、私のエンブレムが溜まってきたこともあるので、エンブレム配信、エンブレムをね、合成しようと。その前にね、おさらいということで、エンブレムってどういうシステムだっけみたいなところをね、話していこうかなと思います。明太子さんこんばんは。長谷川さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい、エンブレムね。どこだっけもうちょっと上の方だわ。はい、エンブレムの宝箱。エンブレムの宝箱はね、スフィンクスからね、1日12個ぐらいかな。あとは、活躍度からね、一番最後かなんかに1個出るとかで、なかなかね、集められないんですよね。ボーイチさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。はい。で、ここの宝箱170個集まりました。開く。つい、つい、ここを押そうとしてしまう。そう、最近ね、もうずっと最大がね、出てくるんで、こういうね、一気に開けたやつはね、最大にあるのはね、便利なんですけど、ものによって一番低くしたり、こっちにしたりっていうのがあるとかね、なんかそこが手間ですね。ちょっとまだ慣れてないです。ということで、最大開けます。これは後で見ていくんで OK。あと山さん、ハネジャルはコメントありがとうございます。はい、エンブレムはね、ここの右から2番目のタブにありますね。昔は容量が500とか1000とかだった気がするんですけど、なんかね、ちょっとずつ増えてますよね。ちょっとずつじゃないんですよ。一気にドカンとかが増えてるんですけど、はい、いつの間にかね、1500まで貯められるようになりましたという感じで、ちょっと1500までね、まだ溜まってないですけど、いい頃合いかなというところで、厳選をまずやって、厳選して大丈夫そうであればもう合成していくっていうのをね、やっていこうかなみたいに思っています。はい。そのね、厳選とかの話もね、途中で、していきます。ということで、まずね、エンブレムの話をするためにちょっと画面をね、切り替えようと思ってたんだ。こっちの画面。はい、エンブレムで、苦手な意識がね、ある方もいらっしゃると思うんですけど、あんま難しく考える必要ないです。もうほぼほぼこの装備、将軍につける装備と一緒ですよっていうね、話をね、ちょっとしていこうかなと思って、はい、エンブレムも装備と同じくセットバフがあるんですよ。はい。この装備の製造のこのセットって、はい、なかなかね、あまり開かないと思うんですけど、エネゴリさん、あのアイテムのせいで確定エンブレム11個負けてしまいました。おー、すげえ確定エンブレム11個持ってん。めっちゃ課金してる11個も、11個負けた。ちょっとそれ大変ですね。いい。そう、確定エンブレムね。そう、その話も後でしよう。確定エンブレムいいですよね。あれ欲しい。はい。このね、装備のセットバフ、ね、皆さんご存知だと思うんですよ。
死にました。いや、死にますよね。同じのをそんな。いやー、そう、ほんとね、アイテム開けるの慎重にやらないとね、事故るからほんと良くないよな。はい、まあ、このね、セットバフありますよと、まあ、多分ね、よく皆さんね、使うところは、チャンピオンセットのね、資源追加最終量アップとか、ドラゴンセットのね、2の、この資源最終速度、資源最終ね、コンボをね、よく使ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あとはね、アケメネスとかのね、敵兵の攻撃力15%下げるみたいなね、こういったところがあると思うんですと。だから装備って、なんていうか、このいろんな種類をバラバラにつけるんじゃなくて、セットにした方がいいですよっていうね、ところがあると思うんですけど、これね、エンブレムも一緒です。はい。あとはね、装備って部位ごとにね、もうすでに、ついてい、効果があって、強化によってね、追加のバフがありますみたいな。エンブレムの場合は、この強化のバフ、ここね、このランダムにつくバフ、ここがね、エンブレムはもう、アイテムをゲットした時点で、ここランダムの値がもうすでに入ってるんですよ。これをね、厳選していくっていうことがね、必要になってきますっていうところ。はい。あとね、限界突破みたいな感じで、エンブレムをね、育てる仕組みがありますよと。まあ、おおよそ、この装備でやってることと、あんまり大きくは変わりませんと。ただね、なんか名前がいろいろあったりだとかで、分かりづらいところはあると思うんでね、そこをね、解説していけたらと思います。で、ちなみに、あの、装備のね、部位ごとに強化でつくパラメーターみたいなところもね、実はエンブレムと装備一緒なんですよ。はい、装備の場合は、この武器と指輪、このね、左上、右下、ここは攻撃系のバフがつきますと。で、頭と腰は HP 系のバフがつきますと。はい、頭と腰にはね、攻撃バフつかないんですね。で、この胸と足には、防御系のバフがつきますっていう、これもね、エンブレムでも一緒なんですよね。この位置の対応もほぼ一緒ですというところで、実際にね、エンブレムのところを見ていこうと思いますと、はい、これね、私の、歩兵のセットなんですけれども、一応ね、ここのインフォメーションマークを押すとね、なんか簡単に解説出てくるんですよね。はい、こんな感じでね。あのエンブレムとは何ぞやみたいなのでね、さっき私が喋ったスフィンクスから1日12個まで出てくるよとか、資源の最終1日上限1つ、活躍度クエストの完成とか、サーバー版王の対決によりエンブレムを獲得できますということでね、まあ、逆に言うと、スフィンクスって土日しか出てこないんで、1週間で24プラス7の31プラス王の対決で38ということで、1週間で38ずつぐらいしか増えませんと。で、リワードの交換でもなかなかね、エンブレムって割高なんですよね。エンブレムはね、ちょっと育てるのがめんどくさい。なのに沼っていうね、結構えぐいシステムになってますと。はい。なのでね、無駄なく合成をしていきたいんですけれども、はい、ここにも、はい、2ページ目にも書いてますね。セットを有効にするとか言ってね、もうね、名前いっぱい書いてあるんですけど、もう覚える必要ないです。はい。ね、某ドスンチャンネルさんであった連ンとかね、連ン勇気、栄光、魂、公正、犠牲、謙遜、誠実の8つのセットがありますとかね、もうごちゃごちゃ書いてあるんですけど、はい、これもね、もう気にする必要はないです。あの、歩兵、射撃兵、騎兵、工場兵器、それぞれに攻撃用のセットバフと防御用のセットバフがあるんだなで十分です。はい。ね、このね、名前とか、不要な要素って言っちゃ悪いかもしれないけど、不要な要素なんで気にしなくていいです。で、レベルアップということでね、さっき言ったように、はい、エンブレムはね、強化が限界突破に近いですね、装備のイメージで言うと。はい。エンブレム自体のレベルをアップすると、そのバフのね、値がどんどん上がってきますと。さらに追加の、バフもゲットできますという風になってるんですけど、このシステムがね、沼なんですと。はい。
ということで、まあ、大まかにね、そんな説明が来るんですけど、じゃあどういう風にやっていくのかっていうので、エンブレムね、あらかじめプリセットしとけるんですよね。ここに1、2、3ってあるんですけど、このプリセットした、組み合わせをね、1、2、3って選択して選べますってなっていて、私のね、おすすめは、1個目は攻撃セット。はい、もう名前覚えなくていいです。もう今ね、ここで歩兵のやつは構成セットって書いてるんですけど、ここ別関係なくて、この下の文章ですね。攻撃する際に、とか攻撃時のって書いてあるやつ。はい。攻撃するときに、デバフがかかるよっていうのと、こっちのパラメータ上がるよって書かれてる。赤身さん、ちょっと遅れたコンチャルは、コメントありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。私のおすすめは、1はもう攻撃系のセット。はい。攻撃する際にって書かれてる。もう明確に攻撃するときに使いますよっていうのがね、セットにしておく。で、2つ目。2つ目は、逆に防御する際にって書かれてるやつね。防御する際に敵のデバフがかかりますよとか、こっちのパラメータ上がりますよと書かれていますと。はい。これね、装備のセットバフと一緒で、やっぱね、全部揃えた方が強いんですよ。これ明らかに強いですよね。歩兵の攻撃防御 HP すべてのパラメータ15%ずつ上がりますよって。弱いこと書いてないんで、強いのばっか書いてある。強いことばっか書いてある。はい。てか、そもそも、装備のセットバフと違って、これ、あべこべに設定すると、損するんですよ。はい、これね、イメージ伝わると思うんですけど、あのこのセットバフの、攻撃する際の、この上の2つ、有効になっていて、さらに、この防御する際の敵の騎兵の防御力、この2つを両立することね、できないんですよ。なぜなら条件が決まってるから、攻撃する際にしか機能しないバフ、セットバフと防御の時にしか機能しないセットバフっていう感じで、装備の場合は関係ないじゃないですか。なんか資源採集とかついてたりしますけど、アレスとかアケメネスってセットバフの1個目が必ず火力アップみたいになってるんで、多少ね、組み合わせがあべこめというか、完全統一してなくても効果を発揮するんですけど、エンブレムはそうじゃないんですよね。エンブレムは、防御するとき、攻撃するときっていうのが明確に分かれてます。ということで、これね、セットを揃えないことに意味がないんですよ。ちゃんとセットは揃えた方がいい。はい、ちなみにね、今、私、この1のやつがね、構成セットという種類のやつで揃えてるんですけれども、これちゃんとね、ちゃんとって言い方ちょっと変なんですけど、外すと、ほい。はい、セットバフの表記が消えます。はい、バフが効いてないんで、そうですよね、当然なんですけれども、はい。ちゃんとバフが効いてるときには、全部ね、書かれるんで、これがね、出てれば OK。でも、はい、なんか、外しちゃうと、外れてくんで、こうやって。ほいほい、ほいほい。はい、こんな感じでね、3つしか揃ってなかったら、バフがこんな感じになって、これ構成じゃなくてね、犠牲にしていくと、はい、さっき話したやつですね。構成セット、犠牲セット、だから異なるね、種類のセットバフをつけたところで、攻撃するときと防御するときは同時に起こらないんでいや、なんか厳密するときにはね、厳密的には戦闘って攻撃と防御同時な気がするんですけど、まあそうじゃなくて、攻撃しに行くとき、攻撃を受けて防御するときっていう、そう、条件がね、異なるので、もう基本的には、揃えましょうと。はい。で、よく見ると、このエンブレムの形違うんですよ。なんか、この左上のね、マークが、なんかちょっと違いますよね。外側の外観みたいなやつ。もっこさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。はい、このね、形が違うんですけど、まあ、なんか形の違いとかね、別見なくていいと思います。攻撃する際にって書いてあるかどうかみたいなのでね、見ていくといいと思いますということで、さっき言った通り、兵のね、種類ごとに、
攻撃する際に、防御する際にっていうセットがありますと。これがね、なんか名前がね、いろいろごちゃごちゃあるんですけど、もう名前はもう気にしなくていいです。もう私名前なんて覚えてないんで。はい。攻撃用のエンブレムか、防御用のエンブレムか。もうただね、それだけをね、覚えてもらえれば OK。はい。工場兵器も一緒ですね。攻撃用、防御用になってて。で、唯一違うのが騎兵。騎兵はね、騎兵だけね、モンスター、対モンスターなんですよ。騎兵の対モンスター HP、対モンスター防御、対モンスター攻撃。栄光セットの攻撃する際には、これは PVP 用。騎兵だけ、PVP 用、PVE 用で、PVE はあんまりエボにじゃ使わないですけど、プレイヤー VS エネミーですかね。はい。はい、PVE 用、PVP 用で分かれてるんですけど、あ、明太子さん、いいコメントですね。正直、戦場にしろ、SVS にしろ、タイミングよく切り替えるのは不可能だと思っていたので、分散させていました。はい、ですね、あのレベルが上がると、それが正しいと思います。瞬時な切り替え、君主ギアでさえ大変なんで、エンブレムはね、固定していた方が楽っていうのは分かります。はい。ただ、その話をし始めると複雑になって難しいんで、今回ね、すっ飛ばしました。ありがとうございます。はい。ご自身で、どのエンブレムの組み合わせだったら、攻撃も防御もバランスよくやれるのかなっていうのを、ご自身でね、考えられる、そこまでね、進むことができたプレイヤーは、そのようにする方が私もいいかなと思ってます。そのための3つ目のね、場所があるので、はい。より良いね、組み合わせっていうのを探すのがいいと思うんですけど、もしね、そのエンブレムについて迷ってる方は、応用系は多分難しいので、セットで揃えた方が効果が大きいのでね、いいと思います。はい、私なんかはね、もうそもそもあんまり攻撃しないんで、基本的に防御前提なんですよね。全部防御にしてますね。全部防御にして、稀に攻撃するときだけ射撃兵だけ攻撃に変えるとかね、こんな感じでやってます。はい。このね、組み合わせを考えるのもとても難しいので、はい。エンブレムをね、詳しくなって、あ、私はこれがいいなって組み合わせられるようになった時には、このね、セットの組み合わせを検討するのはありだと思いますね。どっちをね、多めにするかとかもありますよね。はい。明太子さん、素晴らしいコメントありがとうございます。ちなみに、どういう組み合わせでやってるんだろう。私はその域に達してないというか、まあ、そもそもね、私は攻撃をできるのが射撃兵ぐらいしかいないのもあって、あの、ほぼほぼ防御しか使ってないんですよね。やはり切り替えは最低限になりました。そう、もうね、いや、ギアでさえ切り替え大変で、もうめんどくさくて、もうなんか結局アリスの方がいいのだろうかとか思ってくるけど、アリスにするとね、フラットバフがつかないんで、こうね、難しいですよね。ちょっと待ってください。ヒドラが出てるからヒドラは出したいな。ヒドラは出したいな。アーティッシュさん、こんばんは。コメントが、ちょっと待ってくださいね。今、これだけ出して、これだけ出しても。いや、パフも出しときたい。ああ、進軍上下になったからいいや。先週のサーバー戦争ですが、久々に敗北しましたと思ったんですが、古いサーバーの方がどうしても有利な気がします。今回も久々に自分たちより古いサーバーでした。はい、基本的に古いサーバーの方が有利だと思います。うちもバッチリ負けました。まあ、でちょっとその話はね、後半に、うちのサーバーの話には後半にしようかなと思いますけど、はい。いや、基本的には古いサーバー、長ければ積み上げゲーなので、はい。金で加速できない限りは、時間かけた方が強いのはやっぱね、真理だと思いますね。あ、レクセルさん、コンジャルル、あ、コメントありがとうございます。コンジャルル、タルルートくんみたい。明太子さん、私も防衛重視なんで、射撃は攻撃2と防衛4で、歩兵と工場兵器は防衛6です。騎兵は必然で攻撃6です。はい。まあ、
騎兵はね、なんか攻撃というか、PVP 用、モンハン用はね、選択できないんでって感じですよね。私もそう、多分3番目の組み合わせで、そう、射撃兵だけそういうセットにしそうだなってちょっと思ってるんですよね。いや、参考になる。まあ、それもね、厳選したやつがどれぐらいの割合かにもよるんですけど、まあ、ちょっとこれは、厳選はね、ちょっと次の話にしていこう。はい。ありがとうございます。明太子さん、情報ありがとうございます。もしね、その他の方でもね、私はこういう組み合わせでやってますとかね、ありましたらぜひお願いします。はい。そう、私もそう、基本的に防衛重視なんで、変えるとしたら射撃兵ぐらいで、大体もう防衛設定。で、蛮族の時だけね、全員フルアタックに変えるんですけど。はい。ということで、セットバフのところは、まあそんな感じの話です。で、このね、見て、お分かりの通り、レベルがね、ついてるんですよね。デフォルトでもらえるエンブレムは基本的にレベル1ですと。で、エンブレム同士をね、合成、合わせる、組み合わせることで、どんどんレベルを上げますと。他のエンブレムを食べて大きくなるというシステムになってて、レベル5になるとね、このオレンジみたいな色になって、レベル10を超えると金色だったかなっていう風になっていきますと。で、あのレベル10になると、最初はね、デフォルトだと、2つパラメーターがついてるんですけど、レベル10になるとね、3つ目の能力がアンロックされるんですよ。神さん、今日の配信は間違いなく2回は見直す。もうぜひぜひぜひ、ぜひ参考にしてください。そう、だいぶ前にもね、なんか似たようなことを喋ったんですけれども、そう、やっぱね、情報も新しくなってくるんでね、はい、改めて同じようなことをね、やるのも無駄じゃなかろうと思って、はい、やらせてもらってますということで。はい、このね、歩兵のこのエンブレム、防御する際に歩兵の防御力プラス3.6%、2つついてるんですけど、レベル10により新能力をアンロックってなっていますと。で、レベル10にしてるね、やつがあるんですけど、こういうやつね、金色になってるやつ、レベル10。私ね、レベル14が最大かな。はい。こんな感じでレベル10にすると、またね、新しいこの基本性能っていうのが増えますと。で、これね、面白いんですけど、1個目と2個目パラメーターの値一緒なんだけど、3個目ね、ちょっと高いんですよ。はい。これね、追加でね、出る能力ね、ちょっと高い仕様になってるんですね。で、レベル14でもう11.2%とかあって、これレベル20まで上げれるんで、このエンブレム1個だけで多分ね、100%近く上がるんじゃないのかな。確かね、ウィキさんにちゃんと書いてあったんですけど、私にはまだ関係ないかなと思ってちゃんと見てなかったですまあでもね、全部20%ずつアップでもね、80%とか上がるんで、エンブレムってめちゃくちゃ効果でかいんですよ。装備と同じぐらい、もうこだわるべきパラメーターですと。はい。で、あのー今ね、エネゴリさん書いてくださったんですけど、私、なんかその残念なやつ、なんかどっかにあった気がするんだよな。はい、エネゴリさんね、荷重とか訓練は勘弁です。そう、そう、ほんとそう。あ、これあったよ。もう、マジ、これ、マジこれ。はい、これね、エネゴリさん書いてくれたやつの、なんですけど、さっき、1個前に見せたやつね、防御時に火力アップしますよっていうのが3つ揃ってて美しかったんですけど、これね、基本性能1個目、モンスター攻撃力、攻撃時の騎兵攻撃力ってなってて、3つ目に騎兵の荷重っていうね、やべえやつがついてるんですよ、これ。はい、これね、皆さんね、よく知ってると思うんです。装備でも荷重がついたりとか、属州都市なんちゃらがついたりするじゃないですか。あれと同じなんですよ。はい。ある意味、装備よりえぐいです。レベル10まで、もう食わせて、丹精込めて育てたのに、レベル10の時に裏切られる。いや、レベル10ならまだいい。レベル15で裏切られたら、これもね、なんかこの工場兵器怖くてあげられないんですよ、これ。これね、工場兵器のこういうレベル14まで、もう、これ美しいですよね、これね。もう素晴らしいです。防御する際に。防御用のね、防御用のエンブレムの
火力が防御するときにちゃんと条件に合ってるやつでしっかり火力上がるんですけど、このね、レベル15に荷重とか訓練ついたら絶望します。これね。はい。もうね、怖くてね、14で止めてます。まあ、他のもね、上げたいんで。エボニーあるあるで、エボニーに限らないですね。ゲーム的に、何でもそうだと思うんですけど、レベル上がるほど次のレベルに行くね、経験値高くなって、要求するね、突っ込まなきゃいけないエンブレム増えて大変なので、もうちょっと、ちょっとパンドラの箱はね、開けないでこのままにしてるんですけれども、他のがね、上がってきたらやるかって思ってるんですけど、はい、そんな感じで、ね、これがね、沼システムですね。はい、一番下にあるやつ、先に言っちゃいますけど、そう、丹精込めて育てたやつが、荷重とか訓練とか、マジでいらないやつが出る可能性があるっていうね、すごいシステムになってます。はい、ちなみに、どれがつくかっていうのは、このレベルアップをね、した時のこのインフォメーションマークを押すとね、ちゃんと出てきます。これも装備の強化と一緒ですね。種類ごとにどれがつきますよっていうのが書かれているんですよ。光、影、海、地、火、風っていうのがね、ちょっとマジで全然わかりづらいんですけど、まあ、この V です。あの、ね、左上、右下なのか、あの、真ん、左の下2つなのか、右の上2つなのか、はい、これがね、部位ごとに影とか火とか光とかなんかね、ついてるんですよ。でもこんなん覚えられないじゃないですか。いいです、気にしなくて。あのなんとなく、右上は HP だったな、左下は防御だったな、武器と指輪の位置のところは火力だよなっていうのをね、装備と同じ感覚でね、覚えてたら素晴らしいと思います。はい。ちなみにね、騎兵だけは、そう、PVP セットしかないんで、私ね、あえて防御する際に騎兵の防御力とかでね、育ててますね。あの、防御がメインなので、私の戦争は防御がメインなので、PVP 用だから、その、セットバフは攻撃するようにって書いてあるんだけど、もう致し方なく、基本性能をね、防御専用でね、揃えるみたいなこともね、したりしています。はい。まあ、ちょっとね、これね、話が複雑になるので、ちょっと一回やめよう、今日は。はい。で、ここまで話してきた通り、ここにね、つく強化のこのパラメータってバラバラなんですよ。はい、これね、見てもらうとそうなんですけど、これもね、分かりづらい要素なんですけど、同じ名前、同じ部位のやつは、同じ基本性能かと思ってたっていうね、方も多分いらっしゃると思うんですけど、違うんです。よくよく見てもらうと、例えばね、私のこの勇気の影のエンブレムはね、射撃兵の対モンスター攻撃力、射撃兵の荷重ってなってるんですけど、その下のやつは、射撃兵の訓練上限、援軍の射撃兵攻撃力、その下のやつは、騎兵の対モンスター攻撃力、射撃兵の対モンスター攻撃力、こんなん使わないですね。パン専用機ですね。いや、パン専用機と考えると、全く使わないって言わないから、これちょっとロックしときたいな。みたいな感じで。はい。このね、セットバフだけじゃなくて、この性能もこだわっていく必要がありますと。これがね、エンブレムの厳選すべきポイントになってきます。ポー H さん、騎兵の攻撃時のセット組んでみました。栄光の揃えたらセットバフ出てきた。そう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 、騎兵はね、騎兵の攻撃するサインって書かれてるやつは全部栄光シリーズのね、エンブレムですね。で、そうするとちゃんとこの6つね、全部光るんで。はい、これね、ちょっとわかりやすいですよね。はい、で、さあ、こっから、私は基本的に防御前提なんですけど、射撃兵だけはね、殴る気満々なんですよ。なので、バフをね、ちょっとこだわりたいですと。で、なぜバフをこだわるかっていうところが、4つのポチ目で書いてある常在バフ、条件バフ、きつい条件バフみたいなね、書き方をしていて、ちょっとこれね、分かりづらくて申し訳ないんですけれども、ね、例えばなんですけど、
今ね、上にあるのがちょうどわかりやすいんで、組み合わせて書きたいな。組み合わせて。防御する際にがあると。あ、あった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 。はい。これパラメータが一緒なんですけど、常在バフ、いつでも効果を発揮するよっていうやつね、この射撃兵の攻撃力、上に書いてあるこの基本性能の射撃兵の攻撃力っていうのは、もういついかなるときも、攻撃するときも防御するときも、パラメータプラス0.6%ですよとなってますと。ただ、この 2号目の援軍の射撃兵の攻撃力、これつまり、自分から攻撃するときの攻撃力は上がらないんですけど、援軍の時の射撃兵の攻撃力は 0.9% ですよとか、この下の方のね、防御する際に射撃兵の攻撃力ということで、この条件が書かれてると、それだけ効果がね、高いんですよ。はい。他にもね、レイドに参加するときとか、これもわかりやすいですね。攻撃時の射撃兵の攻撃力。通常の射撃兵の攻撃力だと 0.6% なんですけど、攻撃するときなら 0.7%。なので0.1% 高いですよ。で、レイドに参加する際、これね、攻撃だけじゃないんですよね。もうソロで攻撃するときも、レイドに参加するときも、上は 0.7% なんですけど、自分でレイドを開くときとか、味方のレイドに参加するときは 0.8% ということで、この基本性能がね、条件が厳しければ厳しいほど、効果が高いんですよ。はい。これね、呪術廻戦とかをね、見てる人とかであればね、ちょっと難しくなるからやめよう。あ、違うね。年齢層的に、ハンターハンターをね見たことある人はね、制約と制約、ちょっと難しい話なのからやめよう。はい。条件が厳しいほど効果が高くなるよっていうのは、まあね、イメージつきやすいと思います。そんなね、難しいこと言わなくても、皆さんよく知ってるエレクトラとかがそうですね。はい。エレクトラもね、攻撃、部隊を率いて攻撃する際にって書かれてるんで、攻撃するときにめっちゃパラメータ上がるんですけど、エレクトラ援軍だと弱いんですよね。なぜなら攻撃する際にって書いてあるバフ一切効かなくなるんで。特性とかもね、全部ここにね、攻撃時のって書かれてるから、援軍の時にエレクトラ全然活躍しないんですよ。いや、もちろんね、そもそもが強いんで、育ててるから弱くはないんですけど、やっぱ攻撃するときに輝きますと。その点、スールトとかみたいにね、参戦する際にって書いてると、これは援軍でも攻撃でも OK なんですよ。その代わりちょっとだけ控えめっていうね、あの将軍をね、はい、育ててると、この参戦する際に、攻撃する際にっていうところの違い、ご存知だと思うんですけれど、それと同じことがね、エンブレムでもありますと。条件が厳しければ厳しいほど、効果が高いっていうところがね、ありますと。あ、としおさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。ということなので、私は、基本的に、もうそもそもエンブレム自体が攻撃する際にとか書かれてるじゃないですか。はい。で、こっちにも防御する際にって書かれてるじゃないですか。だから、せっかくなら、より高い効果を得たいなと思うわけですよ。あれ、どっか分かりやすいのなかったかな。基礎のパーセントが高い方が、育った時もね、差が変わってくるんですよね。はい、そう、騎兵の防御力とかも、防御する際に騎兵の防御力8.5%と6%で結構違うんですよね。レベルを上げた時の、まあ、これね、わかりやすいですね。掛け算と一緒ですね。はい。3の段を9までかけた時と4の段を9までかけた時どっちが高いですかの話と同じだと思うんですけど、基礎のポイントが高ければ高いほど、レベル上げて育った時に高くなるんですよ。はい。ということで、こういうね、一般的な能力よりも条件付きのやつでね、揃えるのが私はおすすめかなと思ってますと。あ、きゅうまるさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。ただ、きつい条件ね。きつい条件は、ちょっと、単なる A 軍の防御力
はちょっと低いですと。でかといって、援軍、通常の単なる防御力アップだけだと、ちょっと物足りないなと。かといって、援軍の時だけの防御力は、ちょっと条件が厳しすぎると。自分だけで防御するし。っていうので、真ん中のね、条件の防御する際の騎兵の防御力みたいなね、こういうのをね、私は今、探していますと、選んでいますというところで、それがね、書かれてるんですよ。この、インフォメーションのところね、クリックすると、対応する兵種の攻撃力。なので、いつでも効果を発揮する攻撃力の基礎能力を目指すか、それとも攻撃する際に火力が上がるやつ。もしくは防御する際に火力が上がる。モンスターを飛ばす。モンスターの時だけ特化で上がるやつ。同盟メンバーに増援。援軍をした時だけ火力が上がるやつ。で、レイドに参加するだけ火力が上がるやつ。みたいな感じで、そう。一番上がね、常在バフ。で、攻撃する際に防御する際にだけのやつは、条件バフ。で、モンスター討伐の時とか、メンバーへの増援とか、レイドに参加するとかいう条件がきつい条件バフってね、私勝手に分類してるんですけれども、私はこの中でおすすめなのは、このね、真ん中の条件バフ、攻撃する際に、防御する際にっていうのでね、揃えるのがいいのかなと。はい、結局ね、セットバフが、これにね、従った効果にはなっているので、防御する際にみたいな感じで書かれているので、このね、防御する際にっていうのを揃えてあげるっていうのがね、いいのかなと思っています。はい、ということで、そう、私がね、こだわりたいのは、防御の工場兵器を先にこだわりたいな。はい、で、こっからやっていくのは、ここまでの説明が、なんていうか、エンブレムの基本的な部分です。セットバフがあるよ。攻撃用と防御用っていうのは基本的にあるよ。ただ、騎兵だけ特別に PVP 用、対人戦用とモンスター用っていう、なんか騎兵だけなんか知んないけど特別扱いがあるよっていうことと、セットバフが存在するので、基本的にはセットで揃えた方がいいよ。より自分でね、組み替えられそうな人は、瞬時なね、切り替えが難しいので、こだわって分けてつけるのもありだとは思いますよと。はい、ただ、難しいんで、まずは揃えた方が、分かりやすいよと。はい、おすすめは防御を先にこだわった方が、いいんじゃないかなみたいな、それはね、フルゴーストの方とかもいると思うんで、自分のプレイスタイルに合わせてやってくださいだと。モンハンしかしない人とかはね、もう分かりやすいです。もう全部騎兵にぶっ込めばいいんで。はい、騎兵のね、モンスター系のね、ちゃんとモンスターを攻撃するときっていうものにね、ひたすらこだわると、めちゃくちゃいい、モンスターハントができると思うのでね、もうここぜひこだわっていただきたい。でも私みたいにね、サーバー戦争とかやりたい人は、かつ、まずはね、防御を上げるべきと思っているので、はい、私はね、防御にこだわっていこうかなというところで、セットバフのところの話、で、レベルアップの話、レベルアップによって3個目、4つ目の、能力もアンロックされます。ちなみにね、あれです、こういう騎兵の荷重みたいな、もうなんか、ゴミみたいなゴミみたいないや、もうゴミと言わざるを得ないはい、ゴミみたいなね、やつが出てしまったときには、捨てることができますと。はい、正確にはエンブレムをね、レベルアップするときに、他のエンブレムをこうやって食べさせることができるんですよね。で、その時に、こいつ自体をね、突っ込むと、このレベル10にするまで今まで育てた経験値の8割かなが、食べさせた時の経験値として入りますんで、なんていうか、完全に無駄にはもちろん、ちょっと減ってるんで、中古品になっちゃってるんで、ね、ちょっと減った経験値になっちゃうんですけれども、はい、一応ね、今まで育てたものの8割は次に
食わせるエンブレムのね、経験値になりますので、私はね、いずれ落ち着いたらこのエンブレムはクソかって言いながら、この騎兵の荷重のエンブレムは捨てると思います。はい。で、そう、パラメーターはね、基本的には、常在バフ、条件バフ、きつい条件バフっていうのがあるんですけど、条件バフで揃えるのがおすすめなのかなと。はい、その方が、せっかくだったらね、パラメーターが高ければ高い方が得だと思うので、はい、もう自分は常にバブルするけど援軍を送りまくるんだぜみたいな方はね、増援バフとかでもいいと思いますし、はい、そこはね、プレイスタイルに合わせて選んでいただくのがいいかなとは思いますと。はい。で、じゃあどう選んでいくのかっていったところをやっていきます。はい。で、私、この工場兵器の、防御のセットの、この左上はね、防御する際に工場兵器の攻撃力というのでね、綺麗に揃ってますと。ということで、今度ね、こっち、右下の方も同じようにしたいんですね。ということで、今は、まあ、しぶしぶなんか、攻撃力アップするやつをつけてるんですけど、まあ、とりあえずね、多分これも使わないので、鍵を外します。変更します。あ、もう一個話さなきゃいけなかった。プリセットの話をしなければいけないですね。はい。今ね、私こうやって、エンブレムのセットもあらかじめ設定してるんですけど、これはこの鉛筆マークからね、設定ができます。はい。エンブレムでセットを編集っていうね。まあ、これこの機能自体は皆さんね、馴染み深いと思います。この舞台のね、隊列のプリセットとか、ギアのね、プリセットとかと考え方は一緒です。はい。皆さんね、射撃用だったらこういう風系のシリーズで揃えたものだったり、モンハンするときは騎兵用のね、この雷のシリーズで揃えたりっていうのをすでにやられてると思うんですけど、それと同じような感じで、エンブレムも、まあ、このね、あらかじめ、このセットをね、設定しとこうとかできますと。私、なので、アタック、ブロック、訓練みたいなね、名前がついてるんですけど、はい。で、私はね、このブロックのところを、今回はね、ちょっとこだわって厳選をしていこうかなということで、この右下のところがね、ちょっと変えたいですということで、変更。で、今ね、1200ぐらいかな ?1300 いかないぐらいエンブレム溜まってるんですけど、結局、その、兵種でね、まずすでに4分の1になるんですよ。なので、1300ぐらいあっても4分の1だから、まあ、1個あたり300ちょいあるかどうかみたいな、なんか、ぐらいしか多分なくて、かつ、え謙遜シリーズでね、合わせなきゃいけないんですよね。防御する際にって書いてあるのが謙遜ってなってるんで、この同じね、謙遜系で揃えなきゃいけない。防御する際にって書かれたやつにしなければいけないなってなってきますというところで、このね、フィルターの機能があるんで、ここでね、選んでいくんですよ。はい。ここね、上側が攻撃用のセット、下側が、防御用のセットってなってるんで、ここでね、確認ってやるとね、あ、兵種。あ、もう、これしかない。本当にそんなバカな。あ、防御時っていうのをやってた。ちょっとね、こうわかんなくなるから、一回リセットしよう。はい、エンブレムの絞り込み。もう、最初のフィルターの条件でね、兵種はもう工場兵器のところを見てるから、もう勝手に工場兵器とか、えっと、V のね、今右下が光なんで、光っていうのも勝手にもうここはもうこれ以外はちょっと選ぶ意味がないので、もうすでに設定されてますと。で、さらに、防御用のやつ、このセットの種類ね、上が攻撃、下が防御。騎兵だけ違うんで読み替えてください。ということで、今はね、防御用のやつをやりたいので、こうやって確認ってやると絞り込まれて、これね、全部謙遜のうんちゃら、謙遜のうんちゃらっていうので、防御用のエンブレムが揃いましたと。で、こっからさらに、このエンブレムで
つくところは、HP と防御ね、つかないんですよ、右下絶対に。これね、フィルターするとね、出てこないんでわかるんですけど。はい。防御絶対つかないです。はい。荷重とかね、訓練つきます。はい。この人たち全くいらないです。絶対いらないです。はい。完全、はい。荷重とかね、訓練上限があるやついらないです。はい。ということで、必ず、防御じゃない、火力がね、上がるやつが欲しいよってやると、また減ってくんですよ。はい。で、これね、適用条件。はい。さっきの条件が厳しいやつですね。はい。常に効果を発揮するか、レイド参加値か、モンスター行軍時か、同盟メンバーを増援時か、攻撃時か、防御時かというところで、条件が決まってますと。はい、防御用のセットを使ってるのに攻撃時のね、やつとかもね、平気でついてくるんですよ。はい、これね、あべこべですね。こういうね、あべこべなのね、良くないですね。はい。騎兵だけね、あべこべやぶなしなんですけど、はい、まあ、ちょっと、工場兵器は、ちゃんと防御時に効果発揮するやつにしたいよってやるとね、もうこれだけで、ね、減っちゃうんですよ、ここまで。はい。この2つしかないですね。これが厳選です。はい。たくさんエンブレムあるんですけど、求める基本性能ってなかなか出てこないです。はい。ここがね、もうガチャですね。はい。装備の強化ガチャと一緒です。装備もめっちゃリファインするじゃないですか。金色が出るまで。はい。それと同じような感じで、エンブレムはもう引いた時点でここがガチャになってるんです。基本性能が何出るかが、もう完全にランダムなので、もうひたすらね、望みのものが来るまで待つ。貯める。待つ。この繰り返しでございます。で、いいのが来たら、まあもうとりあえずストックするかというところで、私ね、今まで使ってたやつが、この、援軍の工場兵器の攻撃力だったんですけど、それに比べたら防御する際に工場兵器の攻撃力が上がるって書いてあるやつね、いいんですよ。で、こっちはね、対モンスター攻撃力とか書いてあるんで、これも意味ないですということで、こっちね、はい。こっちを、まあ、一時的に、ね、ロックして、この鍵マークをね、つけておけば、合成の時に間違って使うっていうことがないので、必ず鍵はつけましょうと。で、今のね、援軍前提よりは、防御するとき、自分で、ブロックするときに使える方がいいので、まあ、これに設定しますということで、一応ね、前回よりはいいやつに変わりましたと。ただ、不十分ですね。はい。これにいらないエンブレムを注いでレベルアップをするのはちょっともったいないなと。しっかり両方とも防御する際に工場兵器の攻撃力なってないと、ね、これだって基本性能違いますよね。0.6% と0.9%。もうこのスタート時点で全然パラメーターが違うんで、ここでね、最初にちゃんとこだわらないと、いわゆるリセマラですよね。はい。ここの、厳選は非常に大事です。はい、ポケモンでね、V と呼ばれるやつをね、ひたすら探したものを思い出します。はい、こんな感じで防御する際に工場兵器の 1P。これがちゃんと揃ってないと。はい。ここがね、揃って、なおレベル中でね、外れることがあるんで、はい、もうこの最初の育てる前ぐらいはね、ちゃんと揃えるっていうのが、はい、こだわるべきポイントかなと思っています。はい。ということで、続いてね、その他のところも上げていきますということで、工場兵器のね、HP とかも、そう、私ね、課題なんですよ、工場兵器の攻防。あ、なんかずっと話をしていたら、そろそろあれだな。そろそろあれの時間だから。これ、PVP レポート、戦場レポート。この前の栄光のやつは余計なバフがついてるから分かりづらいんだよな。これでいっか。はい。あ、これ余計なバフがついたやつだ。ダメだ。分かりづらすぎる。11時になったらね、あれがバイキングが始まると思うんで、あれ戦場、なんかいいログがないぞ。
保存済みの方行った方がいいか。あ、これサーバー戦争のログな気がする。はい。私ね、その防衛バフで、えーっ射撃兵の防御力と工場兵器の、防御力と HP。はい。そう。射撃兵と工場兵器の防御 HP がね、低いんですよね。基本的に、やっぱね、すべてのバフはね、高くあるべきだと思っているので、ここのね、この低いところを底上げしたいんですよ。なので、工場兵器。で、射撃兵はね、たまにエンブレム攻撃用にしっぱなしだったりとかするんで、ちょっと射撃兵は後回しにして、工場兵器のね、防御 HP をしっかり上げていきたいなというところで、先に工場兵器を見ていこうと。なんか現在装備みたいな、プリセットの設定がちょっとおかしくなってる。まあ、いっか。プランをしよう。よいしょ。これで工場兵器の攻撃力、防御する際の工場兵器の攻撃力。はい。で、防御する際の工場兵器の HP。これいいですね。で、こっちも防御する際の工場兵器の HP に絞り込みたい。で、さっきね、分かりやすさのために順番にやっていったんですけれども、まあ、ここの防御用のセットに選ぶことと、防御時っていうのを選んで、さらに、全く同じバフが、ついてるのを条件で探せるんですよね。だから2つ以上とかやると、はい、ないですね。はい、防御時に防御が上がるってやつが2つついてるやつは存在しないですね。これがね、即がっかりできる方法です。はい、ちょっとやめよう。今ついてるこの謙遜の日のエンブレムは、レイドに参加する際に工場兵器の HP、防御する際に工場兵器の HP ということで、あべこべなんですよね。はい、殴るときにこのエンブレム使わないので、せめてね、防御する際にとか援軍、いや防御する際と工場兵器がまだマシだな。通常の工場兵器のやつさえないな。はい。まあ、少なくともね、このレイドに参加するときっていうやつよりはいいと思うので、防御する際の工場兵器の HP とこれに変えておきますと。でも、これも、まだね、全くもって、十分じゃないので、こいつは育てませんと。ただ持ってるだけ。はい。で、同様に防御のやつを見ていきますと。っていうのをやると、めちゃんこ長くなるんで、これと同じことをですね、もう一回エンブレムを育てるぞって決めたら、まず全部のセットの、このいいやつに変えられるかなっていうのをチェックします。工場兵器の攻撃用、防御用。はい。攻撃用、防御用、それぞれ、より良い、エンブレムに変えられるのかなってチェックして、騎兵もチェック、射撃兵もチェック、歩兵もチェックっていうので、全8種類ですかね。しっかりね、いいエンブレムがあるかをチェックしますと。で、ちゃんとそのチェックをして、鍵マークをつける。もう間違って合成しないように、しっかり確保する。で、そしたら、レベルアップをしていきましょうということで、このレベルアップするときには、こういういらないやつを、はい、この歩兵の訓練上限とかね、ついてるやつとか絶対使わないんで選択。はい、これもね、歩兵の荷重とかついてるやつ絶対使わないんで選択。で、これをね、あの毎回選択するのめんどくさいんで、なんかこのクイック選択みたいなのができるんですよ。リセット、リセット。これ。はい、このクイック選択っていうのをやると、勝手にね、レベルアップするやつをね、選択してくれるんですね。今ならこの5個を選んでくれますと。はい。で、鍵マークがついてるやつはこれちゃんと選ばれないんで、最初に、厳選して鍵をつけます。で、余ったやつはもう全部いらないっていう証拠なので、全部このクイック選択で捨てる。はい。いるやつはね、ちゃんとロックつけましょう。ただ私ね、今チェックしてないんで、怖いんで見よう。これはレイドに参加する際。これね、ワンチャン使うな、これ。はい、これあべこべなんで使わない。これも使わない。これも使わない。これも使わない。はい、これも援軍歩兵のタイム、はい、絶対使わない。ということで、はい、
このね、謙遜の風のエンブレム、レベル2をレベル3にするためには500の経験値が必要ですと。で、1個のエンブレム100、レベル1だと100のようなので、5個を組み合わせてレベルアップってやると、はい、こんな感じでレベル3に上がりますということで、バフがね、はい、上がる前が何パーセントか忘れましたが、2.2% に上がりました。はい。これね、ちゃんとチェックしておくべきなのに、見てませんでしたね。はい。で、さっきね、500でレベルアップしたんですけど、次はね、700必要ですということで、どんどん要求数が上がってきます。まあ、これはね、ドラゴンの餌とか、はい、もういろんな仕組みと一緒でございます。はい。ということで、まあ、ちょっとね、配信中に、いいですね、ヒカさん。ナイスです。はい。このエンブレム絞り込みでね、訓練と荷重が入ってるやつはもう絶対使わねえだろっていうので、絞り込んで、はい、506個も私、1000個中506個荷重とかついてんのふざけてんな、マジで。はい。はい、今、ヒカさんが書いてくださったように、はい。このね、絞り込みが可能なんで、訓練と荷重がついてるやつはもう絶対使わねえだよって言って絞り込んで、こっからね、クイック選択ってやると、このね、絞り込んだ状態でちゃんと選択してくれるので、はい。これでね、やるのはそうですね。事故が少なくていいですね。ありがとうございます。素晴らしい。903ありがとうございます。レベル前は1.5%でした。はい。っていうことは、0.7%。0.7%×2 なんで、1.4%。はい。パラメータが上がりましたね。はい。バカにならないですね。はい。いいですね。もう先に訓練と荷重、最初から消した状態でやるのもありだな。なんかそっちの方が探しやすそうな気がするな。はい。これいい。でもな。すでに育てたいやつがある前提だからな。はい。まあまあまあ。まあそんな感じでですね、エンブレムの、育て方のところをですね、エンブレムとは何ぞやっていったところを、まあ、解説をしてみましたと。はい。しっかりね、育成すると、こんな感じで、防御する際に工場兵器の攻撃力っていうのがね、綺麗に揃って、ね、これだけで34%、35%くらいアップしてるということで、はい。このね、効果は、やっぱね、絶大になってきますので、しっかりね、エンブレム育成していただけたらなというところです。はい。ちょうどそんな話をしていたら、11時間近なので、チェックしとこう。そろそろバイキングボスの時間帯になってくるので。なんか、モンスター消えまくってる。はい。伝わりましたかね、エンブレムのところ。はい。一応ね、私のプラン的には、工場兵器の防御、射撃兵の防御を上げていこうかなと。まあ、防御よりも先にね、射撃兵の場合は攻撃もね、上げていきたいので、私、基本的にアタッカーがエレクトラーしかいないんで、エレクトラーをね、今、ガン上げしているので、まずここにね、専念をしようかなといったところで、射撃兵のね、火力系のエンブレムを上げたいんですけど、全く引かないんですよ。はい、もう全然引いてくれない。はい。もう育てたいやつをね、先に厳選して、で、よかったら即レベルアップしたいんで、こっちね、後でチェックしようと思ってます。まあ、射撃兵の場合はね、殴りに行くから防御力も重要なんでね、今後の、蛮族攻略も見据えて、やっぱこの攻撃セットの全てのパラメータをね、しっかり上げたいですよね。はい。うわ、そうだよ。これも、攻撃時の射撃兵の HP で厳選したにもかかわらず、援軍の射撃兵の HP がついてるっていうね、これもね、悲しい。まあ、よりね、
私がPVP に熟練して、いや、実は揃えずに、受けが広い組み合わせがあるんだぜ、みたいなのがね、紹介できるといいんですけど、はい、まだ私そのレベルに至ってないんで、あの、ゴリ押しプランでいこうかなという感じで思っております。基本的には射撃波ね、蛮族でも使うんで、がっつり射撃兵上げていきたいなって思ってる今日この頃です。はい、そんなところで、今日はね、前半でエンブレムの話をさせていただきました。ということで、今度ね、後半は、いつものね、時事ネタのところを話をしていこうかなと思います。よいしょ、お気に入り。ほい、よいしょ。はい、いくつか話題がね、ありすぎ、なんかね、毎回イベント多いですよね。毎週ね、なんか何かしら話すことあるなと思うんですけど、まずは先週のね、話題だったこの文明の衝突ですかね。はい、先週の木曜日に、文明の衝突にね、参加しましたと。で、残念ながらね、はい、戦いの記録で全体的なスコアが見れるんですけれども、で、見れるって言ってもね、日本語の場合は、切れてて11ってなっててわかりづらいんですけど、はい、うちのね、サーバーは、6位でした。はい、パラメータがね、全然違くて、このサーバー1100なんだっけな、そう、結構近いとこだったんですけど、もう圧倒的でしたね。計41と40がめっちゃいたんだっけな。なんかね、ハイパー格上で、この1位のサーバーがひたすら他の国をね、落としまくってましたね。はい。この文明の衝突のイベントは、シャロン、カタル、カタラヌームの戦いですかね。この前あったアウセリッツの、すごい版みたいな感じで、4同盟じゃなくてね、8同盟、めちゃくちゃ広いマップでの対戦になりましたと。で、あのこの8同盟が入り混じるんですけれども、それぞれね、オート戦みたいな感じで、マップ上に8サーバー分の、このオートと、この魔法の塔、射撃の塔とか、あと病院、レイドホールみたいなね、コンスタと同じような感じで建物がいくつかあって、ちゃんとね、王座の塔をね、占領するとね、相手の城殴るんですよ。とかね、あって、本当に王国同士の、戦闘ですよ、みたいなね、感じで、結構ね、面白かったなんですけれども、いくつかね、気にしなきゃいけないポイントがやっぱりあって、このね、ルールにも書かれてるんですけども、やっぱね、この建物ですね。この建物が、なんか時間でね、湧くんですよね。ガウガメラとかのモンスターが時間で湧くのと似た感じで、この拠点がね、1回制圧しても、なんか30分とか、なんか、多分霧のいい時間でもう一回湧いてくるんで、ここをね、しっかり殴って倒しますと。かつ、それによってバフをゲットするっていうのがね、やっぱね、重要でしたね。で、やっぱり、相手の王国を、仕留める。はい、倒しまくるっていうのがね、ポイントには重要でしたね。はい。あとはね、この辺のトゥルービジョン。これもね、これも重要でした。これね、やっぱね、扱いは難しかったですね。行軍が1個しか使えなくなるんで、その、ラリーに乗せるとか少なくとも、ゴーストができなくなるとかね、やっぱね、思ってた通りだったんですけど、モンスターが湧いてるんですよ。暁のなんちゃらのモンスターがたくさん、岸田の建物じゃないな、このね、クソデカマップにもいろんなモンスターたくさんいるんで、そのモンスターを倒しまくって、私の場合はね、この月防衛用のバフを集めますと。たくさん防衛用のバフが集めたら、またハイブとか敵のとこに行ったりとかして、ラリーを乗ったり、
わざと攻撃を食らいに行ってポイントを稼いだりみたいなのをね、してましたね。はい。バフね、しっかり集めて参戦するっていうのが重要でした。で、もう一つ面白い要素が、アイテムがね、これじゃねえや。ここね、何も書いてないんですけど、この戦場専用の転送の巻物とか、この戦場専用の加速みたいな感じで、なんていうか、通常のアイテムを消費しなくて済むね、仕組みになっていましたね。これね、素晴らしかったです。はい、よくね、その戦場で使いすぎて、なくなっちゃうとかね、いう話があったりするじゃないですか。加速行軍加速とかみんなめっちゃ使うと思うんですよ。はい、ただ、この行軍加速も、この文明の衝突のね、戦場専用の加速アイテムだったりだとか、あと、消しちゃったか、消しちゃったかな。残しとけばよかった。あ、これ。はい。行軍時間の短縮、かっこ文明の衝突みたいな感じで、その専用のね、加速アイテム、テレポートアイテムみたいなのがあるので、手持ちのね、アイテムを、必要以上に使わなくて済むような配慮がね、されていましたと。で、転送も、同盟、サーバーのみんなで共有とかではなくて、個人で、あのね、最初15か10ぐらいね、飛べるんですよ。マックスは20までストックできて、入った時点で10回ちゃんと自分でワープできるんで、遅れて遅刻して入ったとしても、ちゃんとワープができるというところで、少しね、優しい仕様でしたね。はい。で、あとは、戦場に出てくるモンスターは、新しいモンスター使いだったんで、また初勝利リワードをもらいましたね。はい、なので私ね、すべてのボスモンスター、倒せる範囲のボスモンスターとノーマルモンスターをね、倒して、バフのゲットと合わせて初勝利リワードをね、もらって回ってましたね。はい。まあ、そんな感じでね、これね、王国砲台だ。はい。砲台をね、獲得すると、勝手にね、相手が詰めてる援軍とかを攻撃してくれて、討伐数とかで、これもね、ポイント入ったりしてた気がしますね。はい。で、この辺のね、戦闘とかも、バフがね、300%バフがついてるんで、まるで自分が強くなった気分にね、錯覚しますね。まあ、結局、相手も強くなってるんで、錯覚なんですけど。はい。で、はい、こんな感じで、文明の衝突の転送巻物。あと、もう一つ重要なのは、この文明の衝突の戦場、回復アイテムめっちゃ落ちてるんですよ。カタラウムの戦いとかって、レベル1からレベル3までの回復の医療キットみたいなのが置かれているじゃないですか。医療キットが、なんかね、無限に湧いてました。1個あたり、なんか妖精さんのごとく3回取れるんですけど、レベル3が全部の部隊20%回復、レベル2が10%回復みたいな感じで、パーセントで回復するんで、あのその回復スピードアップをなるべく使わなくて済むようなやつになっていて、結構ね、なんだろう、文明の衝突は、プレイヤーからの、なんていうか、文句不平不満をね、解決、少し、考えて作られたんだなっていう、本当にもうこの環境専用のアイテムを使って、あもちろんね、自分の手持ちを使うこともできるんですけど、このゲーム内だけ、この戦場だけで完結するような遊び方もできるように少し工夫されたね、仕組みになっていたようで面白かったですね。はい、まあ唯一微妙だったのは、明らかな格上とマッチングされて、こんなん勝てねえよってなってたことぐらいで、はい、マジで、41、40複数いるとこ無理ですって。レベル36じゃね、太刀打ちできないって。ボーエイチさん、文明の衝突の戦場をやられまくって医療用セット使いまくってたら王の対決の戦力向上で上位に入りました。あ、そのパターンありますね。死んでは回復して、死んでは回復して。
そう、王の対決が戦力向上の時に戦場があると、そう、回復しまくるとすぐわかるんですけど、なるほど。文明の衝突だとね、別に、スピードアップとかも消費しないですしね、いいですね。で、ランキング入って、でちょっとたくさんやられたんだなってバレちゃうかもしれないですけど、いやいや、いいと思います。はい。まあ、そんな感じで、文明の衝突ね、まあ、結構ね、クソだって言ってる方も、まあ、いらっしゃったんですけれども、私的にはね、面白かったですね。まあ、運営もいろいろ頑張ってんだなって。ただ、まあ、唯一ね、不満を言うことがあるとしたら、時間をなぜ固定にしたっていうところですかね。固定はいいと思うんですけど、多分これね、ずらしてないですよね。あの全部を七軸にするんじゃなくて、いくつかずらしてくれたらいいのにっていうところだけかな。ラグがひどかったです。はい、偵察しても帰ってこないとか、行軍1個しか出せないのに、行軍帰ってこない扱いで、身動きが取れないとか、次の行軍出せなくなるとかね、結構ラグがひどくて、再起動めっちゃすることになったので、まあ、この前のね、アウセルリッツの決勝とか、そういうのに比べたら全然マシだとは思うんですけど、まあ、それでも、ちょっとね、まあ、快適な戦場ではなかったなというところはあるので、なんか運営さん、時間をね、固定にして不満になる、時間を固定にしたら結局不満が出るんで、せめて、なんというか、完全固定じゃなくて、いくつかばらけさせてマッチングしてくださいっていうのだけね、ちょっと思いましたがね。あとはね、あの、シーズン1はラウンド1、ラウンド2で終わりなのかとかもね、なんかよくわかんないですね。シーズンとラウンド。2回やったらこのシーズン終わりなんですかね。前回ね、衝突のなんちゃら前編みたいに書いてあったんですけど、次後半でラウンド3、ラウンド4が始まって4つでシーズン1終わるのかなってちょっと思ってるんですが、このね、そういう全体感の概要がね、書かれてない気がするので、ようわからんですね。はい。まあ、ゲーム自体は私は面白かったなというところで、木曜日もね、楽しみにしています。問題はね、19時から、19時あたりはね、家族で食事中なんで、私確定遅刻なんですよね。はい、もう遅れて入った頃にはね、もはやこの勝敗は決してました。はい。まあ私程度がね、最初から入ったこと大して変わらないんですけど。はい。ということで、まあ、ちょっとね、まあ、新しい戦場、私は戦場基本的に好きなんで、2時間は長いなと思うものの、戦場自体は好きなので、はい。文明の衝突は、アイテムもあんまりかかんないですし、できるだけね、参加したいなって思っています。はい。さて、あとは、あとは、あとはとか言いながら、とりあえず出撃はして、はい。失われた秘宝ね、これはね、まだ期間が残ってますね。あと、今日合わせて3日ありますんでね、消費していきましょう。前回、当ててからここで止まってますね。先に進むとコンパスの消費量がね、多くて大変なので、ここ終わらせよう。はい、出ませんでした。はい、残念です。はい、この残りのね、明日と明後日中に、このエピック将軍をゲットできたらいいんですけれども、ちょっとどうなるかわかりません。はい、あと同盟総動員ですね。お疲れ様でした。今はね、リワード受け取り期間だと思います。ここのね、リワード表示のこの受け取り、ここでね、しっかり受け取らないと、取りとこぼしちゃうんで、皆さんね、お気をつけください。うちはね、しっかり、同盟スコアも、全部、回収して、あれここで見るよりは、まあいいか。個人のやつは、予定通りね、全部達成しています。同盟メンバーランキングでいくと、はい、私13位、まあ13位っていうかね、5200です。はい。もう最初から240ポイントのやつを20回、200ポイントのやつを2回しかね、やるの決めてなくて、それしか、あの、ゲットしてないので、はい、完全予定通りです。1500だけ追加支払いしてフィニッシュですということで、リワード丸儲けの、今回はね、同盟のメンバーが、前回の時よりもね、やってくださって、まあ、もちろんね、みんながたくさんやってるわけではない
ですけれども、同盟ランキングがね、7位ということで、次回もエピックです。はい、嬉しいですね。はい、同盟総動員は、しっかりね、準備して戦うと、3つね、エピック以上の商品がもらえるっていうね、素晴らしいイベントなので、まだね、240ポイントのクエストが難しい方は、このね、240ポイントのクエストをクリアできるように育成するっていうところをね、目指していただくのがいいと思ってます。はい、ということで、はい、5200ポイント。後でね、エピック将軍ちょっと開いていこうかなと思ってます。そろそろあ、まだ大丈夫だった。はい、で、続き。続いては、栄光の瞬間。これね、面白かったですね。今回のサーバー戦争から。これもね、私ね、前なんかアンケートかなんかでサーバー戦争参加しづらいですみたいな書いた覚えがあるんだよ。なんか前アンケートありましたよね。はい、そう、ソルが、命の源が足らんくて、気軽にサーバー戦争できないですよっていう話、ね、多分前々からきっと苦情あったと思うんですよね。多分その意見を反映してでしょう。期間限定、もうサーバー戦争期間中だけに使えるっていう命の源ね。はい。まあ、なので、ドラゴンの育成には使えないとか消えるって書いてあるんですけど、この一時的にね、このクエストをクリアすることで、一時的なこの期間限定の命の源をもらえますと。で、このいくつかのクエストをクリアすると、そうじゃないね、ちゃんとストックできる命の源をもらえるし、ジェムももらえる、資源ももらえるっていうね、なんか素晴らしいやつでしたね。はい、私、なんかしないけど、サーバー戦争期間中にログインするがね、あの、日曜日の夜まで、反映されなくて、なんだこれって思ってたんですけど、はい。はい、基本的にサーバー戦争参加するんですけれども、今回はね、どうしても参加無理そうだったので、スルーしましたということでね、8個目のクエストをクリアできなかったんですけれども、はい。とか言ってね、敵サーバーの20のプレイヤー10回攻撃するとかクリアしてるんですけど、これはね、DSN チャンネルさんとかでもあったと思うんですけど、これ、あのー今、バグってて、まあ、今週だけ次回直っちゃうかもしれないんですけど、自分のね、サーバーのプレイヤーを攻撃して勝っても、クリアできたんですよね。ということで、これサーバー戦争のはい、終わった後にね、レベル20以上のプレイヤー10回攻撃して、達成したみたいになってて、はい、別にここの王の源はどうでもよくて、こっちのね、ジェムと資源をもらってね、ヤッピーってなってました。はい。はい。今後ね、この栄光の瞬間っていうのが、毎回サーバー戦争中に出てくるんだとすると、サーバー戦争へのね、参加の敷居が下がって、非常にいいかなと思います。これは、私はね、これ、サーバー戦争参加する気になりましたね。はい。あ、いや、なりましたけど、相手を選びますが。はい。ということで、まあ、なんかせっかくなんでサーバー戦争の話いこう。いや、サーバー戦争がね、ちょうどね、私、王様の期間だったので、王様の期間かつ、相手のサーバーの方からね、オート停戦しますかみたいなところの話が来ていて、うちのサーバーでね、2回目ですかね、オート停戦をね、しました。はい。特に、契約不履行はなくね、お互いのサーバーで無事オートを取って、まあ、サーバー戦争自体には負けてるんですけれども、はい。まあ、そもそもね、逆転ができそうなサーバーではなかったので、通常で戦っても負けるやつだったので、まあ、無事にね、次に王になる予定の人が王になれたから良かったかなとは思っていますと。神さん、栄光の瞬間、すべての社に各同盟が取り囲むように守ったので、社の占領をクリアしたけど、めちゃくちゃ苦労しました。めっちゃ、めっちゃ敵地に入り込んでったんですか。大変そう。なんか、一応なんか8個クリアするやつは、必ずしもこれじゃなくても、敵兵をね、倒せてもやられたと思うんですけど、この占領でやらざるを得なかったんですね。大変でしたね。でも、ってことは、このジーンのやつを達成してるっていうことは素晴らしいですね。この8個のやつもやってますね。これも4000ジェムとかアレースのうちとかね、もらえるからね、次回以降はこの8のね、クエストクリアしたいんですけど、
そう、今回は、うちのサーバーより、まあ、二回りぐらいですね。200ぐらい、古いサーバーとの相手だったんですけども、K41 と K40 が多くて、しかもね、うまいんですよ。ポートスワップっていう技知ってますかね。サブアカで、おとりになって、飛ばそうとして攻撃してきたところに本命にワープして本命で防御を受けるみたいなのとかね。あとはスピードレインって言って超高速で援軍を入れて稼ぐとかね。そういうのをやってきたり、もうそもそも K41 がめっちゃハッスルして、うちのサーバーに来ていたりとかでね、もう K41 なんて防御できないんで、はい、昔、前の、アウステルリッツの時にね、K41 に速攻でゼロにされて、もう身に染みているので、ちょっともう無理だなと。今回はやめようって言って、今回のサーバー戦争はね、ずっとバブルしてました。はい。正確にはずっとバブルじゃないんですけど、それはちょっとまた後で説明しよう。明太子さん、大井停戦がないのは辛くないですか？日曜の深夜に頑張る気が増えると思うと気がめいります。そうですね。まあ、大井停戦を、うちは全くそうしてないんですけど、まあ大体、その時は、干渉するか干負けするかですかね。で、結局、なんというか複数の同盟で順番に守るので、はい、と言いつつ、そもそも私ね、そのバチバチの戦争に参加できない、みんな、みんなほどね、強くないんで、他の人たちがすげえ頑張ってて、辛そうだと思います。辛そうだと思いますが、強い方たちが停戦しないって言ってるんで、そっか、頑張ってくださいっていう感じな気はします。はい、私も、どうなんだろうな。大井停戦をね、しちゃうと、その一発逆転ができないので、はい。これね、うちのサーバーあるあるなんですけど、特定の人がめっちゃマイナス叩き出すんですよ。で、こういうことをね、注意してもし始めるんで、こういうことをされると絶対勝てないんで、相手の、相手の王位を落とすしかないんですよね。じゃないと勝ちようがないみたいなことが起こるんですよ。はい、このね、MOBCH さんね、この魔女狩りみたいになっちゃいますが、常連ですね。いや、最近ね、おとなしかったんだよな。久しぶりだな。ここ、ここ4回ぐらいはね、この方おとなしかったんですけどね、今回久しぶりにまたハッスルしてましたね。はい、なんていうか、みんながね、しっかり、守っていれば、ひどいことにはならないんですけど、あのたまにね、めっちゃネガティブを叩き出す人がいるので、で、こういうことが、いるというのを分かっているので、大井停戦しちゃうとね、絶対サーバー戦争負けるっていうのがね、確定しちゃうんですよね。まあ、この人をね、排除するっていう考え方もあるかなとは思うんですけど、まあちょっと今のとこね、それは一応なってはなくて。はい。そう、エネゴリさん書いてくださった通り、オートで50%は逆転チャンスですからねという、そう、その通りなんですよ。その逆転チャンスの、目がなくなったせいで負けたっていうのも経験したことがあるので、で、大井停戦をね、うちはしてなかったんですけど、今回ね、もう本当に久しぶりにしました。もうあまりに、もう敵のランキングとかを見ても、こう無理だと。エレクトラ 11.1M ですよ。何なんですかね、これ。マジで。レベル45なんですけど。もう、はい。まあ、ちょっとね、今回はたまたま合意停戦する方向で、うちのサーバー内でも合意が取れ、で、相手ともね、まあそういった内容でまとまったので、まあ負けましたけど、そう、合意停戦の上だったので、まあまあ、多少心穏やかにやれたかなっていうところではあります。明太子さん、強力な人の考え方で変わりました。うちは基本大井停戦そうで、先日久しぶりに拒否された当たり前で。あ、そうなんですね。うちのサーバー当たると拒否される可能性が高いですね。はい。そう。考えによります。ただね、そう、基本オート停戦のね、ところも多いみたいなので、
本当に、前ね、DSN チャンネルさんでもありましたけど、やっぱサーバーごとのね、その色合いっていうのがね、出てきますよね。はい。うちのサーバーは、はい、なんというか、ネガティブ常連の方たちがいるので、あの、はい、大井停戦をすると損することが多くて、あれなんです。大勝ち大負けは次回の相手の戦略が急激に変わる可能性が高いので、うちは占領できるときも相手してます。あ、そうなんですね。うちは大体、どうだろうな。大勝ち大負けしまくってるから、いや、それに関わらずな、なんか2連敗したのに今回の相手もめっちゃ強いしな。ちょっとよくわかんないな。うん、相手のチーム、その、シャロンとかの上位、メジャーチームだったんだよな。あ、すいません。読み飛ばしちゃったって言ってた。敏夫さん、初めて T1 防衛してみたくてやったら K40 に全損させられました。ダメです。K40 はダメです。あの、K40 でも、バフがね、大したことない人ならいいんですけども、ガチムチに育ってる K40 絶対無理なので、他の人のね、バフとかを見せてもらって、あ、この K40 ならいけるかもなっていうのをね、見極めていくのがおすすめです。はい、私はね、今回の相手はバフを見て、あ、しっかりしてるからやめようってなりました。絶対勝てないやーってなりました。大石さん、社を占領してたら戦力倍以上の敵に攻撃されて、1回目は守ったけど2回目に撃破されたので逃げ帰りました。おかげで栄光の瞬間、全クリアです。前回はおかげで、なんと。いやー、そう、まあ、ちょっと戦力だけじゃね、測れないですけど、1回防衛されたらね、2回目連続で防衛はもう不可能なんで、もう逃げるしかないですよね、即。ここはね、難しいですね。エネゴリさん、トシオさんはちなみに T1 兵士どんぐらいでやりましたか？確かに。どれぐらいでやったんだろう。相手のバフ差にもよりますけれども。K40 のね、強さ次第ではね、守れたりしますからね。私、さっき残してた JT さんとのログがね、まさに K40 をね、ブロックできたやつなんですよね。確かね、JT さん、はい、なんか、ね、JT ってタバコかなって思いますけど、この方確か K40 だったんかつ、バフもね、2100とかあって、まあ低くない、普通にその他も1300とかで強かったんですけどね、なんとか耐えることができたんで、こっちのね、仕込み具合的には、仕上がり具合的には、K40 は耐えることもあるかなと思うんですけど、T137M しか作れなくて試しにそれはダメだ100円、1億作りましょう、1億。カムイさん、K40 は確実に T1 まで貫通してきますですね。そうなんですよ。そう。T1 はね、いつだろう。でも私もまあでも、ダメだって今さっき言っちゃいましたけど、試したな、確か。どれぐらいだろう。どれぐらいの時試したかな。多分ね、6000万とか、6000万とかで試した気はする。でも。だからそんなに 37M か。もうちょっとね、増やして、もうちょっと増やして、かつ K40 がいないときはお勧めします。はい、相手のサーバーに K40 いたら、この K40 が寝る K40 なのか、それとも、アクティブなのかを見極めていくのがいいと思います。あとはね、相手がそのコンスタとか出て、赤いバブルになってるとき、あ、こいついねえぜっていうときにね、行くのがいいですね。はい。で、そう、サーバー戦争なんですけど、私、PVP は行ってませんと。ただ、4.3M で、何気に君主ランキング42位にいるんですよ。これ1回も戦闘はしてないです。相手サーバーとうちのサーバーで、アレス取ったり、妖精を取ったり、かつ相手のサーバー行ってモンスターを借りまくったり、
この栄光の瞬間のね、クエストでありましたよね。相手のサーバーでアレスを訪問する、炎の精霊を訪問する、レベル10のボスを11体飛ばする。はい、これをね、やりに行ったんですよ。相手のサーバーに行っても5分間って、停戦協定状態になるじゃないですか。その5分で全て終わらせるんですよ。まあ、1回でね、クリアできないんで、何回か行く。事前にブックマークして、この回はこことこことこことここをぶっ潰すぜっていうのをブックマークに入れて、その上で行って5分以内に回って、また次の機会にまた行くっていうのをね、繰り返していたんですね。で、それだけでも、一応 4.3M 稼げますということで、この個人スコアのね、レベル1、ブロンズ1のね、やつが取って、この特性のかけら戦場の達人もね、10個だけでも稼ぐことはできたんですよね。なので、なんというか、王の対決は、うちのサーバーが6勝最後だけ負けた可能性があるんですけど、基本的に人数は多いんですよね。古いサーバーよりも新しいサーバーの方が人数が多いんで、みんなしっかりバブルします。対人戦には気をつけながら、ちゃんとポイントを稼ごうって動けば、数の暴力で勝つはずなんですよね。まあでもね、大体の人がね、3日間バブルをして、そもそもその期間あんまりログインしないっていうのが多かったり、それどころかバブル落ちしてやられちゃいましたっていうのがね、多いので、そうはならないんですけれども、本来はね、人数多い方が戦争は有利なはずなんですけれども、はい、ボコボコでしたね。はい、でも、その、戦闘しなくても、サーバー戦争スコア、2.3M かな？ 2.3M だったよね、ブロンズ1って。はい。2.3もねえや、2.25M は一応稼ぐことができる範囲なので、なんというか、いきなりね、戦争参加するっていうのも多分大変っていうか、みんなきっとドキドキすると思うので、この5分間で相手のサーバーでモンスターだけ買って逃げるみたいなのをね、何回かやったりとかするのね、おすすめですね。いざという時の緊張が少しでも和らぐように。はい。ということで、私はそんな感じでコスクポイントを稼いで 4.3M ということで42になってました。はい。まあね、全然稼げてないです。本当はね、しっかり稼ぎたかったんですけど、もう今回は無理だと。はい。何が無理ってね、まだね、テーブドラゴンも育ってないんでね、もうちょっと育ってからにしようかなって感じがします。としおさん、資源消費 10B 超えちゃって、これ以上作るのもったいないなと思って試しにやってみちゃいました。やんちゃですね。でも、なんていうか、大事にね、取っとくよりもね、なんというか、損害がでかくなりすぎないうちに経験しておくの大事だと思うので、貴重な経験だと思います。はい。一回ね、転ばないとわかんないし、っていうか、かといって、強くなりすぎてから、育ってすぎてから、転ぶと痛いんで、はい。私は、はい、ナイスチャレンジだと思います。なかなか痛そうだったけど。はい。でも、すげえ、資源 10B しっかり消費したんですね。素晴らしいと思います。ヒカさん、今回栄光の瞬間のおかげか赤油外れても飛び回ってる人多くてめっちゃ美味しかったです。あ、そう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 、これね、5分ね、相手サーバーに行って5分だけ停戦状態なんですけど、その5分をね、もう忘れて飛び回ってる人とかね、いたっぽいですよね。はい。そう、ヒカさんめっちゃすごかった。おめでとうございます。サーバー戦争ね、殴り1位。素晴らしい。いやー、私も、ヒカさん並みのね、火力が欲しいけれど、まだまだ、まだまだ、どんなもんなんだ、私。射撃バフ、もう1195しかない。なんか1200ちょいだった気がするんだけど、なんかこれ引く。あ、これあれか。カールじゃないからだ。はい。メイソンなんで、はい、そうですね。はい。
いやー、ここね、軍権上げて、射撃兵もうちょっと強くしたいね。そう。いやー、そう、ヒカさんがね、そう、サーバー戦争で、ポイント1位になってて、めちゃくちゃ素晴らしかったですね。のんのさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。英語さん、育ちすぎて攻撃されなくなりました。あ、もしかして、ナンビーってプレイヤーですか？私もね、もうね、962まで来ちゃって、もうほぼ 1B まで膨れ上がっちゃったんで、ちょっとね、攻撃されることが、減ってきちゃったんですよね。はい。なので、やっぱね、レベル40をブロックできる防御力を、バフをね、バフと兵の充実をしてからにしようかなってなってきました。はい。もう、嘘だな。2月、3月かな？ 3 月ぐらいからね、もうちょっと一気に戦力が増える予定なんですけれども。はい。村人 A さん、笑い。どのタイミングで笑いだったんだろうどのタイミングで笑いだったんだろう。はい。ヒカさん、ありがとうございます。でもサーバー負けて、大揉めに揉めてます。ああなんか、その書き込みもされてましたね。はい、サーバー戦争で、なんというか、ドラマがあると荒れがちですからね。そして、村人さん村人さんに、どこにモコモコンされたんだ世界が狭すぎるはい、サーバー戦争ね、まあ、そんなところで、はい、ちょっとね、うちのサーバー、これ2連敗、3連敗ぐらいしてるので、次はね、そんなに強くないとこと当たるといいなと思います。まあ、どこのね、サーバーもね、今ハッスルしてると思うんですよね。この行政庁の元老院の、この代表元老、ここがね、サーバー戦争に勝利し、かつ、この個人ポイントを獲得するみたいな条件が出ているので、やっぱりね、こだわってる人はこういうところを取りたくてハッスルしてると思うので、今はね、特にランセランセっていう感じなんじゃないかな。はい、私も540をね、稼ぎたいですね。プリンセスシシーちゃんのね、眼光を開くためにも。はい。シシーちゃん、眼光瞳孔めっちゃ開くよな。まあでも私ね、レベル15達してないから、どうせ、こう、540M 取っても別に、この、ね、バイエルの公爵はやれないんですけど。のんのさん、ジョセフィーヌのスキルのレイドに参加する際に、レイドに参加時の違いがわかりますか？これ多分同じだと思いますよ。これはエボニーあるあるなんですけど、同じ英語の文章でも、なんか日本語に翻訳したときに、なんか表記揺れがあるんですよ。なので、これ、ちょっとね、今切り替えるの多分、画面がバグるのでやれないんですけど、英語にして、ローカライズを一回英語にしてみてみると、ほぼ同じこと書いてあるんじゃないかなと思われます。はい。レイドに参加する際に、レイドに参加し、多分両方とも同じだと思います。で、はい、レイドという仕組みであればいいはずなので、自分がラリーセッターでもありなはずですね。それは多分、ピンクドラゴンも一緒なんじゃないかな。ピンクドラゴンも確かレイドに参加する際にってなってるんですけど、ラリーセッターが、ピンクドラゴンの時もね、確か有効になるので、同じだと思いますね。はい、のはずですが、残念ながら私、両方持ってなくて、実は仕様が違いますとかだったら申し訳ないので、あの、お詳しい方がね、いたらフォローいただけたらと思うんですが、基本的には、はい、その他のものから考えても、まあまあ大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、ラリーセッターも、効果があるはずです。で、この伴侶スキンの話のところでね、言ったので、なんか、この背景の、このエルフの森
はい、これね、またね、サーバーごとに違うイベントらしいですね。はい、うちのサーバーないんですけど、このね、エルフの森を取れましたっていうね、報告を、X で結構見かけて、これね、実はね、この人のところもね、背景が出てて、エルフの森にできるんですよね、これね。はい。ゲット。イベントが開催されるまでしばらくお待ちくださいってなってるんですけど、どうやらサーバーによってはイベントセンターのところで、このエルフの森をね、無課金でもゲットできるイベントだったようで、あったようですと。はい、残念ながらね、またうちのサーバーは対象外で、アグロペもまだ来てないですし、うちのサーバーね、ガラパゴス状態なんですけど、なんでなんですかね、ちょっと頼みますよ、運営さん。いいアイテムがもらえるやつは回してくださいよっていう感じなんですが、はい。ということで、この配信をね、見てくださってる方でね、多分エルフの森のね、やつをもらえてる人もいるのかなと思います。うちのサーバーはまだだったんですけどね、また、来たらね、無課金でも取れるっていうね、素敵な情報を教えてもらったので、取りたいなと思っています。はい。ちなみに、こっちの、なんか魔法使いみたいになってるやつは、これも取れたんですかね。どうなんだろまだ、これはまだな気がするな。今週の金曜日からまたこの伴侶系のね、イベントが始まりますと。で、ジョゼフィーヌが今週の金曜、もしくはその次のタイミングでね、きっと無課金でもアンロックできるこの皇后の冠っていうのがもらえるようになるんじゃないかなって予想してます。はい、というのも、プリンセス・シシリ・マリアードネも最初は課金限定だったんですけど、途中からね、無課金でも取れるようになりましたと。で、同じようにジョゼフィーヌもね、きっと途中でもらえるようになると思うんですよ。はい。まあ、それがいつかはわからないんですけど。ということで、はい。まあ、タイミング的には次、もしくはその1月末のやつか2月末のやつかのあたりでもらえるんじゃないかなって勝手に予想しています。はい。あとは、なんか他にもいろいろあって、そう、重要なやつがあった。あ、ここにはない。ここにはない。けど、こっちに確かあったよね。あった。アウステリッツ。アウステリッツの戦いね、終わりましたということで、まあ、うちのサーバーね、もう、先週には終わって、先々週には終わっていたんですけれども、はい、こちらね、DSN チャンネルさんでやってましたが、はい、素晴らしいね、メジャーの、準決勝、決勝などのね、戦い、すごいなと、64以内の人たち、ちょっとやばいなって思って見ていたんですけれども、私たちのね、サーバーは、あれ今どこ行った？同盟メンバーランキング。はい、全体で98位とかでなんかギリギリ100位以内にね、入ることができました。で、同盟メンバーのランキングの中で私は11位でしたね。はい、まあ、上の人たちはね、みんな何 B クラス、2B、3B とかの人たちばっかなので、まあ、こんなところかなとは思うんですけれども、またね、このシャロンのイベント、おおよそ半年に1回ぐらい来ると思うんですよ。ということで、次のタイミングはね、もう少し、活躍できるようになりたいなと。はい。9位からね、もう桁が違うので、はい。しっかりね、殴れるようになりたいなって思った、感じでした。ただね、はい、98位に、100位以内に滑り込んだということで、めでたくね、うちのサーバーは、はい、この星型要塞をゲットすることができました。通常はね、同盟の城レベルって3までなんですけど、今、うちの同盟の城レベルはね、レベル4になりましたということで、はい、このね、この栄光のお城、アップグレードということで、この星型要塞、同盟の建設速度プラス8%、歩兵の HP プラス20%、同盟の石材採取プラス20%ということで、はい、これ素晴らしいですね。はい。ただ所属しているだけで、このバフがもらえると。
五稜郭かっこいい。おお、すごい。ありがとうございます。そう、これね、素晴らしいですよね。はい。いや、ギリギリでした。本当に98位でギリギリ。一応同じ名誉ポイントの中でも、稼いだね、ポイントが高かったので、なんとか、このレベル4の城にアップグレードして、このレベル4の城にね、アップグレードしたことで、ちょっとね、広くなったんですよ、ハイブが。ハイブ広くなったんですけど、ハイブ広くなったんですけど、このね、城が 4×4 なんですよね。でも大きい城って 3×3 だったりとかして、微妙にその背部がね、ずれるというか、綺麗に収まらなくて、昨日はね、てんやわんやしてました。前のね、同盟の位置はこの辺にあったんですけれども、こっからね、アップグレードすると、そもそもいろいろはみ出てめんどくさいからもう引っ越ししましょうって言って新しい場所に引っ越ししたんですけど、その後のね、配置も大変で、一応、ラリーをね、みんなが参加しやすいように、ビッグプレイヤーが真ん中に、集結して、ラリーセッターたちが真ん中に。で、その他の方たちが周りに入ると。で、なるべくね、オルト、サブアカの、ファームアカウントは、ハイブ以外で、中にちゃんとメインプレイヤーがね、入る形で整理して、お引っ越しが、まあ、やっとね、ほぼ終わりましたという感じですかね。はい。なんか、このレアのやつはちょっと取っとこう。鉱石が欲しいんだ、私は。あ、月見さんおめでとうございます。富山さんおめでとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、はい。そう、レベル4以上のね、同盟、ハイブに憧れていたんですけど、今回ね、アップグレードすることができて、はい、素晴らしかったです。はい。まあ、主にこの今でかくなってる人たちの、はい、力で上がったというところで、はい、次はね、私も貢献できたらなっていうところで、はい、この辺に鎮座しております。はい。といったことで、同盟のね、アイコンも、このドラゴンのやつにね、なってますね。富山さん、レベル4だと効果の差が大きいですね。いや、そうですよね。なんというか、背部が広くなって、バフの恩恵を受ける人も増える上に、そもそものこの特別なね、バフ、特に歩兵の HP とかめっちゃ重要だし、建設速度プラス8%もめっちゃ重要なので、はい、素晴らしいですね。で、はい、この領地バフも当然あるので、ただ、この同盟の城がレベル4になったので、他のね、その貯蔵庫とかもレベル上がるのかなって思ったんですけど、それはね、上がらなかったですね。もう寄付もね、マックスなんですよ。もう全部ね、500M ずつもう寄付はみんな終わってて、なのに、同盟の建物別にね、レベルアップすることができませんというところで、いや、あのまあ、そういうものならいいんですけど、もう次レベル上がんねえのに寄付させたのこれ何なんだっていうねマジで意味わからないなと思うんですけれども、はい。これなんか条件あんのかな、貯蔵庫とかもレベル4とかになってね、もっと貯められると嬉しいんですけど、はい。まあ、採石場とかね、別に 1.5B で十分ちょうどいいかなと思うからあれなんだけど、はい。なんかそんなことを思ったりなんだり。月見さん、ジャルさん、コンジャルはです。私の友人のサーバーでフン族始まりました。ほとんどのサーバーで行われてない感じですかね。フン族フン族復活したんですね。マジこれ、討伐。はい、実績討伐でね、フン族ってめっちゃあるやつ、これもうなんか復活しないのかなって悲しんでたんですけど、フン族復活したサーバーあるんですね。はい、当然、うちのサーバーないです。はい。どこ、いや、この話の
よくわからないところは、なんていうか、このね、オールスターとかもオールスターだとわかりづれえな。コンスターコンスターアウセルリッツの方がわかりやすいか。あ、これだ、これ。はい。この、えっと、大陸というね、分類で、そのサーバーが分かれてるじゃないですか。これごとに、まあ、違いますよならわかるんですけど、1200以上のサーバーでアグロペ始まったりとか、なんかそんな話も聞いたりするんで、なんていうか、この大陸ごとでもなさそうなのがね、なんか気になるんですよね。何なんだろう本当にランダムなのかな分族やりたいんですけど、私実績を解除したいです。実績大好きマンとしては、この、なんていうか、絶対にクリアできないみたいな実績並んでるのすごく残念で。いや、もちろんね、課金じゃないとできないのとかもあると思うからあれなんですけど。はい。そうなんだ。いや、情報ありがとうございます。なんていうか、気長に待ちます。まだね、アグロペさえ来てないサーバーなんで。はい。なんていうか、そういうね、なんか横串の情報、自分のサーバーだけじゃもう全くわからないですよね。隣のサーバーとかの事情も聞かないと、なんか予想さえできないんで、はい、情報ありがとうございます。フン族がいつか復活するかもしれないと、復活したサーバーがあるというね、ことはとても、素晴らしい情報、ありがとうございます。本野さん、こんばんは。ただいま帰宅しました。お疲れ様です。夜遅くまで。夜遅いのにご覧いただきありがとうございます。富山さん、フン族やりたいですね。やりたいですよね。まあ、ちょっと、あんまどんなゲームか分かってないんですけれども、なんか前ね、DSN チャンネルのダーマスさんが言ってたのは、フン族、なんか、BGM、音出すと、モンスターがフンみたいなの言ってて面白いみたいなのを聞いたような気がするんですけど、はい、気になります。本能寺さん、うちのサーバーは KOS プレイヤー1人が一番強い同盟にクーデターを起こして城を攻めてるのでカオスになってます。何それやば。その、クーデターを起こしたとしても、なんか、なんというか、貧弱だったらみんなにボコボコにされて終わっちゃう感じがするんですけど、やっぱそれなりに強いってことですね、それ。めんどくさそうですね。バブルを張って、嵐が過ぎるのをしのいでください。最近、うちは KOS とかの話もなくて、平和でありがたいです。月見さん、イニシエのサーバーですということで、はい。イニシエのサーバー、なんでなんだろう、なんでイニシエのサーバーで人が少ないからテストプレイにちょうどいいとか、そういうあれなのかな、なんでなんだろう。ギャラクシーハートもイベント欲しい。背景欲しいよ。まあ、別に背景欲しくないんだけど、もしバフがつくなら欲しいけど、はい。まあいいや。はい。さてさて何の話したっけ。あ、やばい。こんなペースで話をしていたら、終わんなくなっちゃうので、そろそろね、24時近づいちゃってきたので、サクッといこう。同盟対決戦がね、復活しました。やったぜというところで、皆さんちゃんと、エントリーしましたかね。今、バトル進行中ということで、また結果がね、出てくると思います。で、いつものね、貿易イベントが始まりましたので、今回はお茶ですと。まあ、いつも通りなので、特筆することはないかなっていう感じです。基本的には、優しくリワードを配ってくれるイベントなのでね、今回は3日もあるので、しっかり解決しましょうと。で、このね、今回また、毎日強化、なんか最近毎日強化ばっかりな気がするんですけれども、前回はモンスターハントだったかな。はい、今回は毎日強化なので、しっかりね、将軍とか装備あたりは簡単だと思います。ドラゴンがね、ちょっとジェムがかかったりとかするので、ご利用は計画的にと。私は、たまたまね、歴史の名称クエストの一番下ドラゴン強化30回ってのがあるので、これと合わせてやろうかなって感じがしています。はい。
さてさて、あとは、そうだ。ガウガメラ。はい。ガウガメラね。この前まで表示が23日ってなってて、エモニー配信の後、そのままガウガメラか大変だなと思っていたんですけども、どうやら間違いだったようですね。はい。通常通りガウガメラ水曜日、コンスタは土曜日に戻ってよかったですということで、はい。復活しました。アウセルリッツのね、シーズンが終わったので、通常の戦場が戻ってきたので、またね、水曜、土曜は参加していこうかなと。特にね、コンスタアルティメットワーがついてますね。オールスターの、オールスターシーズンということで、ここからのね、4回の成績で上位の人はオールスターの、選手になりますというところで、ちょうどね、案内が来ていましたね。保存してた気がする。保存した気がするのにない。えー、あった。保存したはずだったのになかった。はい、1月22日よりということで、昨日のお知らせです。オールスターがね、あるよということで、6つの大陸に分かれて、はい、またオールスターがあるんですけども、1200位、大陸ごとの1200位以内に入ると、オールスターへの参加資格が、もらえますということですと。オールスター、ね、これね、オールスター、これ6つの大陸だよな。6つの大陸だよな。ギャラクシーハート6つ目で合ってるよな。1、2、3、4、5、6ということで、はい。うちのね、サーバー1186、ちょうどギャラクシーハートのこの切れ目なんですよね。ということで、うちのサーバーはね、比較的有利なはずなんですよ。なんか隣の1187の方が強い人多い気がしなくもないんですけど。はい。ということで、一番若いね、サーバーの集まりの中で、1200位までということで、はい、単純な、区分け的な話で言うと、うちのサーバー有利なはずなので、はい、私はね、残念ながら多分、そこまでの、戦力、戦力という表現は正しくないな。戦争ね、PVP が強くないので、あれなんですけども、今回、うちのサーバーからも、複数人、前ね、3人ぐらい、3、4人かな、オールスター行けたんですけど、もう少し行ける人増えるんじゃないかなって、ちょっとね、楽しみにしています。はい、もうね、ぜひね、うちのサーバー、うちの同盟のね、特にうちの同盟のみんなには頑張ってほしいなって思ってます。はい、ということで、ここからのね、コンスタ4試合はね、とても重要ですね。はい、オールスターをね、目指している方は、ぜひ頑張ってください。本能寺さん、そのプレイヤーは元うちのメンバーで、その後強い同盟に移籍したんですけど、トラブって離れたんですよね。ターゲットは強い同盟だけなので、こちらは比較的安全です。サブアカやボット使いまくってる者同士の戦いなので、ほっといてます。それはユミルも見つからないよね。うわぁ。もうほんとね、ボット使ってユミルやるのとかね、ほんとね、めんどくさいからその同盟は助かるだろうけど、横の同盟困っちゃうからな。難しい問題ですね。はい、うちのサーバーもユミルの取り合いが激しくて、そうってなってますが、一応ね、なんか、戦争みたいな話にはなってないんでね、そこはいいかなっていうところですが。はい。ということで、そう、コンスタね、はい、アルティメット1になってます。ここからの4回戦い、ポイントね、取得大事なんで、ぜひ頑張ってください。はい、その他のところは特に得意することはないかなと思います。で、激特イベントね、名称肖像型、これ、そうだ、私ね、前回500になって交換するの忘れてたんだ。将軍の殿堂に、はい、将軍の殿堂の2を交換しようと思います。これだよね、これだよね。はい。将軍の殿堂に、わーい。これ後で引きます。はい。で、あとはいつも通り、今回はね、製造スピードアップのターンですということで、はい。ちょうどね、
装備製造の資源還元が来てるんで、今、チャンスですね。ぜひ、この製造の達人と合わせて、製造スピードアップね、消費して、還元リワードゲットしましょうというところ。ゴールドはまあいつも通りでしょうと。もう私もゴールドね、すぐ終わっちゃうんですよ、3億なんて。これもうちょっとね、枠増やしてほしいなって思います。いつも通り。そこもいつも通り。はい、限定セールは毎日もらえるやつ、超お得な育成ね。今日までが交換期限なので忘れずに交換しましょう。ドラゴンがね、4体になったので、ランキングに24位までね、上がることが、いつもね、49とかスレスレだったんですけど、はい、危なげなく20位以内、20位台に入ることがね、できてよかったです。はい、引き続き、ドラゴンの、ね、育成ね、またこの超お得な育成の期間に、しっかり育成しようかなと思って、それ以外のところは細々とやっていく予定です。製造の達人ね、はい、私、今ちょっとドラゴン装備をちょっと増やしたくて、はい、ドラゴン装備とかアレスをね、今増やそうと思って、細々とやっています。まあ、ランキング、今回はね、まあ、こっちも20位台で終わろうかなっていうところでうまく調整してやる予定です。はい、これもね、今日、明日までが、このポイント判断のタイミングなので、お気をつけください。で、金曜日からね、リファイン、スーパー強化のイベントが来るので、お気をつけください。はい、強化するときにはね、ちょうど金曜日からは新しい激得イベントが始まるので、はい、ジェムのね、消費とスーパー強化合わせてやれるし、今消えちゃってるけど、パラスのうんちゃらっていうやつでね、ちょっとジェムが安くリファインができると思いますんで、育成チャンスかなと思います。で、最も重要なのはこれ。文明ルーレット、みんな大好き文明ルーレット、無課金が文明装備を手に入れることができる、はい、素晴らしいイベントですということで、はい、今回もね、いつもと同じ、ラッキースピンね、20回で確実にこの制服の方はね、2個はもらえますんで、しっかり回していきましょう。毎日ね、3回はお得なので、回しちゃおう。はい。まあ、たまにね、通常ルーレットでも王権が当たったり、セーフが当たったりっていうのがね、あるので、しっかりね、忘れずに、この貴族金貨、資源採集から1日10個まで、モンスター討伐1日90個までもらえますんで、はい、しっかり回収していきましょう。私の計画上、この制服の方は今22で、今回のイベントできっと4つぐらいは集まるかなと思ってるので、今回で26になって、その次で30になってっていう感じで、2月に文明装備また1個ね、ゲットできるんじゃないかなっていうのを楽しみにしています。それと合わせてね、2月のね、確か後半にこの同盟ボスの、これ、この文明装備の巻物、ね、ランダムなんで、何が出るかはね、運なんですけれども、高齢が出なかったらなく、はい、この装備がね、これも2月末に、ゲットできる予定なんで、2月末に文明装備がね、3つ目、2つ3つと手に入るんじゃないかなってちょっと楽しみにしています。はい。そんなところかな。なんかあとあったっけな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。これじゃない。これで OK そう。はい。えーっと、そんなところ、あ、大事な話忘れてた。はい、また来ましたね、宝探しの旅。宝探しの旅は、1回来て休んで、1回来て休んでなのかな。前回同様、ちょっとね、2のアイテム少し出やすくなったかなっていう感じはしています。この前ね、来たタイミングはちょうどね、年末だったんですよね。私、年末忙しくて全然やれなかったんですけど、今回はね、比較的、モンハンできると思いますので、しっかりね、全部集めて、10位以内なんとか狙えたらな、みたいに思っています。はい。ということで、この3日間のイベントはそんな感じ。金曜日からまた長期イベントが始まって、今回はね、スピードアップの還元と、RS の地のね、還元のイベントがやりますと、あとピラミッドですね。
で、あとは、この伴侶のね、手紙がもらえるやつ。手紙、これ。はい。伴侶の縁起物ですね。私、110に集まってるので、もしジョゼフィーヌ解禁ね、アンロックができるようになったとしても、ギリギリ最終日に、確かね、期間中に100ぐらいは集まるはずなので、ギリギリアンロックできるかな、みたいな集まり方をしていますということで、ちょっとね、楽しみですね。はい。あとは、まあ、今週末はね、キルイベントの週なので、なんというか、ナップじゃない、フルナップじゃないね、サーバーお気をつけくださいっていう感じだと思います。木曜日からはパーンが来ます。ぐらいかな。はい。ということで、ちょっとね、また今日も12時を、飛び越えてしまったのですが、時事ネタ的には一応これで全部触れたかな。最後に、将軍を開いておしまいにしようかな。月見さん、前半倍速で見たのですが、黒板みたいになってましたね。まさにエボ20か。ありがとうございます。そう。なんか私自身がね、話すことを忘れちゃいそうだなっていうのと、書くことっていうか、まとめとかないと、喋るだけだと見る側も辛いかなと思って、もう最初にね、もうポイントこれですっていう風にそう、作りました。はい。なんか、そうなんです。前ね、ディスコードで会話した時にエンブレムよくわからないみたいな話があったと思うので、ちょっと用意してみたんでね、今日の説明でもし、伝わったらいいなと思っております。はい。さてさて、じゃあちょっとね、貯めてた、この、宝箱、名称宝箱系をね、ちょっと開けて終わりにしようかなと思います。この、グローリー騎士将軍だから、これね、同盟総動員でゲットしたやつですね。月見さん、ややこしいエンブレム講座ありがとうございました。後で普通の速度で見ました。ぜひぜひ。まあ、基本的なところの解説だけになってしまってるんですが、はい。また、わからないところがあればおっしゃっていただけたらと思います。えねごりさん、さすが教員免許取っただけである。まあ、教員免許に限らず、仕事するときもね、絵に落とすっていうのは非常に大事なんで、はい。もっこさん、エンブレムの話は本当によかったです。よかったです。はい。またね、皆さんの記憶が薄れた頃とか、どんどんね、見る方とかも人が変わっていくかなと思うので、また、まあ、半年後ぐらいにもう一回やるかな、みたいなのをはい、エンブレム溜まったらね、また同様にやっていこうかなとは思ってます。ということで、このグローリー騎士将軍の宝箱、基本的に、持ってるのばっかりなので、そんなに欲しいものはなさそうな気がするんですけど、開こう。こう。あ、持ってない。あ、嬉しい。嬉しくないとか言ってすいませんでした。エパ、エパメイノンダス。今ね、ちょっとね、今ね、アンロックしづらいんですよ、今。88分の86って埋まっているので、あれなんですけど、エパメイノン、ちょっと読めないわ。エパメイノンダスってこの辺にいたやつじゃなかったっけ？あれいなかった？違うな。違うな。こんな顔じゃなかったな。もっと、この辺だな。シメオンだった。ちゃうやん。いなかった。いなかったわ。いないの？いないのか。じゃあいいや。じゃあいいや。この辺に顔似てると思ったのに、おっさんじゃないのかよ。あ、いたいたいた。やったやった。エパメイノンダス。部隊を率いて参戦際に歩兵の攻力30%アップし、歩兵と騎兵の HP が15%アップ。あ、これは、援軍でも使えるやつですね。ちょっとこれはもしかしたら取っとくかもしれないから、後で開こう。神さん、その後、この後早速エンブレムセールだ。ぜひぜひ、エンブレムね、がっつり育てましょう。強いんで。モッカさん、その将軍欲しい。あ、そうなんですね。こ
これなんか、あんまり使ってる人、なんか、ここれ奇抜な頭してんな、この人。はい、やった。まあちょっとこれね、引き換え書なので、またジェムのね、消費還元が来たときに、なんていうか、解雇をね、解雇待ちのやつがたくさんいるんで、レーガー王子とか解雇したいんですけど、まだ、ジェムの還元になるまで我慢してるんで、また後で開けようと思います。で、他にもね、エピック歴史の名所。プレミアムね、ちょっとね、取っとこうと思います。将軍の殿堂と、このエピック歴史の名所はね、引こうかなっていう感じ。これはね、どっちみち確率があれなので、で、スベンもちょっと欲しいので、しよう。こう。あ、超運だ。私、超運持ってない気がする。なんだっけ。歩兵と系の攻力が30%して、系の HP が30%アップしてます。これ、将軍の殿堂いなかったっけ。超運。やったー。いた。わーい。来たよ。これね、将軍の殿堂に引き換え書をゲットして、今からこれから引くぞって言ったところで、2人埋まりましたね。はい。さあ、ちょっとこのフラグやめてよ、フラグやめてよ。フラグやめてよ。月見さん、超運はローランつけられます。あ、そうなんだ。そこ組み合わせられるんですね。いいですね。はい、ちょっと、このね、将軍の殿堂に、これいきますよ、これ。頼む。頼む。かぶらないで。かぶらないでくれ。あ、持ってない。レオ3世。ピザツ王国の皇帝。はい。防衛艦ね、使わなそう。首都の防衛艦を務めてる場合、駐屯工場兵器の攻力が35%アップし、駐屯兵士の攻力が10%アップということで、私にはね、心に決めたブーちゃんがいるんで、使わないんですけれども、彼は、ここね、いるよね。やったぜ。はい、将軍の殿堂にもね、ちょっと埋まりましたね。嬉しいですね。はい。まあ、ちょっと埋まったんですけど、もうこのなかなかね、揃うのは無理だとは思っているので、気長にやっていこうかなっていう感じなんですが、はい。でも、かぶりなく新しいのが弾けて、非常に、大満足な結果でした。ありがとうございます。はい。でもね、これね、多分将軍の殿堂にさっき弾いたんですけど、将軍の殿堂さんのこことここを狙いに行った方がもしかして期待値高いんだよねっていうのはね、最近ちょっとね、悩んでます。本能寺さん、レオ3世集めてるのに全く手に入らないので羨ましいです。レクタラ5人分と交換してください。それなら交換したい。私ね、レクタラ今赤のスター4になるんですよ。もうかけら集まってて。でも、あと5体ないと覚醒できないんで、もう5体がちょうど欲しい。これ交換してはい。でね、交換システムがね、もし搭載されたら、この、イカれる王をね、ある方にあげたいんですけど、私、たくさん引いてるのに、その人これを引いてなくて、バフが足らないっていうのをね、あるんであの、交換、もうなんかね、しばらく経ったらね、ちょっとしょぼい将軍は交換できるとかね、なんか多少減衰してもいいから交換できるみたいなね、仕組みができてほしいですが、まあ、課金要素のね、ゲームだからそれはないだろうな。はい。とりあえず、満足の結果になって嬉しいです。まだね、エピック歴史の名称の引き換え書は、あるんですけれども、これ自体はね、あのこの確率の変動があって、ピックアップ将軍がね、お気に召すものの時にやろうかなと思っていて、今はね、ちょっとなんか、あれじゃないですか。ごついやつじゃないですか。彼には興味がないので誰だったなんか、蛮族でしょ、蛮族。スベン。スベンさん、どこよ、どこよ、スベンさん。いないね。スベンさん何人なの。おらん。こいつとほぼ一緒じゃん。どこのヨーロッパの人なの。ヨーロッパにあんな裸の野郎がいるの。いるわ、裸の野郎関係ない。スベンさん。
ヨーロッパですか？でもヨーロッパ多すぎ問題。あ、いた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 。あ、思ったより裸じゃない、お腹だけでしたね。ちょっと、風評被害でした。はい、舞台を率いて参戦する際にということで、そう、歩兵はね、まだ、私、そんな、育てる、域に達していないので、歩兵はね、今実はいらないんですよというところもあって、別にね、不便じゃない時に、まあ、制約がね、あるのはいいなと思うんですけども、はい、まあ、でもこの人持ってないし、はい、スベンさんね、私そんな興味がないので、またね、ここはスルーして貯めておいて、ちょっとね、お気に召す。とりあえず重要なのは、なんていうかね、イケメンか美女がいいですね。はい、ちょっとこの裸のおっさんには、これが好きな人がいたら本当申し訳ない。性能はいいと思ってます。性能はいいと思ってます。でもね、見た目も重要じゃないですか。ちょっとスベンには惹かれないなということで。はい。お気に召す将軍がピックアップされているときに引こうかなというところでちょっと貯めようかなと思ってます。いやいや。村人 A さん、イーデンの首都外での防衛の意味がわからない。あ、イーデンちゃんですか。イーデンちゃんね。はい、イーデンちゃん、これもね、使ってないからわからないんですけれども、首都外って書かれているやつは、あの、ありがとうございます。防衛官としてとかではなくて、で、他の建物ですね、援軍、味方の城の援軍であったり、あとは、味方が、征服しているコンスタ城だとか建物、野心殿だとか、そういったところで防衛するときにという意味だと思って、読んでいます。この特性とかもね、似たようなこと書かれてるんですけども、部隊を率いて場外で駐屯する際ってわざわざ書かれているので、他の建物に援軍として置いたときに、能力をね、発揮する。その時に強いっていう、この条件付き。まあ、条件が厳しいからこそ、めちゃんこ強いっていうね、やつになってると思います。はい。ちなみにね、このイーデンちゃんの一押しポイントね。はい。これね、射撃兵とか工場兵器って書いてあるけど、基本的に射撃兵のことばっか書いてあるんですよ。これね、なんというか、このメインスキル見る限り、射撃兵のことばっか書いてあって、射撃兵が得意なのかなと思いきや、工場兵器が得意って書いてあってね、なんかこの、なんというか、ドジっ子なんですか、おっちょこちょいなのかよくわかんないんですけども、はい、このね、特性もね、1個目射撃兵の防御ってなってるんですよ。これどう見ても射撃兵のアレスですよ。射撃兵得意ですよね。いいね、じゃあなぜ工場兵器なのか、はい、よくわからないです。そこが、最高だと思います。はい。そう、エレクトラと組めないんですよ。そう、エレクトラと組めなくて、ね、ぜひ、ぜひ使いたいけど、私エレクトラだから使えないんだよなっていうのをね。でも、かといって、彼女はきっと、かけらにすることはないです。そんなあなたにフレイヤおすすめ。フレイヤ。フレイヤもね、首都外の防衛シリーズ。フレイヤは課金のやつって取れなかったです。はい。はい。彼女もね、首都外での防衛って書いてあるので、別のね、建物での、はい、防御で、効果を発揮するっていうやつだと思いますので、ね、彼女ね、もう歩兵なんでめっちゃいいですよね。こいつはもう援軍専用機ですよね。スピードレインとかでめちゃくちゃ強いんだろうなって思って、はい。この方もね、素晴らしいですね。持ってたら使いたい。持ってません。無理です。はい。イーデンちゃんをどうにか使ってあげたいと思ってますが、しばらくはベンチウォーマーになります。まあ、しばらくベンチウォーマーになるとか言いつつね、なんかレベルは上げたんですよね。はい、レベルなんか24まで上げちゃいました。使う予定がないのに。はい。やばい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 。結局、なんかなっちゃった。はい、そんなところで、はい、いろいろところを話をしてきましたが、はい、今日はね、前半はエンブレムの話をさせていただきました。後半はね、時事ネタというところで、後で、チャプターみたいに確かできるはずなので、ちょっとその設定をね、試してみようと思います。はい、ということで、アーカイブ勢の方はね、
もしかしたら後半だけ見てるかもしれないですけど、エンブレムが気になるなっていう方は、前半からね、見ていただけたらと思います。はい。っていったところで、今週はね、今週の配信はこんなところで終了しようかなと思います。来週はね、来週も予定通り、火曜日の10時からの配信を予定しています。来週何の話しようかな。はい。なんか、最近、なんていうか、毎週いろんなイベントがあったり変化があったりとかするんで、特に計画立てずに金曜日のイベントを見て決めようと思います。おそらく金曜日からは年中イベントが来るかなって思ってます。このね、討伐に年中なんちゃらってあると思うんですけど、この年中、ね、中国の春節だっけかな元旦に当たるようなイベントだったかなと。違ったらごめんなさい。はい、がね、確かあったと思って、このタイミングで確か年中が来たと思います。この年中がね、名声がめっちゃ手に入る、とてもいいモンスターなんでね、ボコボコに倒したいなと思ってます。はい、そのところで、またね、来週10時に、ボニー配信をやる予定です。今日は、ここで終了にしようと思います。はい。そのところで、今週もね、2時間また2時間20分も喋ってもらった。はい、長時間、ありがとうございました。いつも皆さんコメントありがとうございます。楽しく配信することができました。またね、来週同じ時間でやっていこうと思いますので、よかったら、チャンネル登録や高評価、コメントなどしていただけるとありがたいです。はい、そのところで、遅くまでありがとうございました。それでは、おつじゃる様でした。おやすみなさい。